こんにちは。10月7日月曜日、12時のコマリンライブを開始します。よろしくお願いします。本日の配信は何を作るのかなという感じなのですがね、早速たくさんコメントをくださってありがとうございます。セリアさん、ディズニーばかりで、どんぐりとか落ち葉とかの秋のシェイカーモールド出してくれない感じですかねって、それほんまそれな、私シェイカーモールド待っとるねんけど、今日もセリアの新作がなんと、おそらく、いつものパターンやったら先週の週末に出たと見てる私は。出たので、チェックしたいと思うんですが、まだやっぱ出回ってなくてね、こまりっこさんが教えてくださった情報になるので、皆さんに画像で紹介していきたいと思います。一応私土日にセリパとしてみたんですが、やっぱりまだ置いてなかったのですが、なんとディズニーのモールドがまた、多分3種類かな、出たんですが、ちょっと表示してみますので、皆さん一緒にチェックしてみてくださいね。出たのが、こちら、ババーン、じゃん。とりあえず今確認できてるのが、こちらの3種類。いつもね、奈良になぜか世界で一番新作モールド早く置くセリアがあるねんけど、そこの方がね、写真をくださいました。なんと、ディズニーのプー&フレンズとラプンツェルとミッキーフェイスモールドが出てた。細かくて難しそうだしね。私ね、まあ、この中で、欲しいの。ラプンツェルはね、ラプンツェルが好きだから可愛いなと思うけど、左2個はね、なんか難しそうだなって感じだよね。そう、奈良に世界で一番早く新作を置くセリアがあるんだよね、なぜかね。左の2個はこれ、むずいよね、だいぶ。細かいとこ多いんで。奈良のどこの店舗だろうって聞いてくれてる。確か以前置いてた店舗が最近置かなくなって、代わりに近所の別の店舗が早く置き出したって言ってたよね。ちなみに一応2週間前に8種類出てたので、そちらはね、私取り寄せをして、一回横にやってみようかな。これね。2週間前に出た8種類は私は取り寄せをしていただき、セリアの方にね。で、ゲットしてるんですが、こっちの3種類、新しい3種類は、取り寄せするほどじゃないなって思って自分の中で。見かけたら買おうかなぐらい。これのあたりはすごい、このあたり可愛いなって思ってんねんけどな。シェイカーの具にも良かったし。今回のはシェイカーの具にできそうなのはラプンツェルだけだよね。あれできるかな？一応真ん中にババーンって顔があるシェイカーは作れるっちゃ作れるか。難しそうで、ピーパーポーさんができる予感するよね。この2週間前に出た8種類の中だとこれがマジで難しかって、私ライブで3回挑戦したかな。もう一生やらんとか言いつつ、なんだかんだ3回登場しとるねんけど、これがほんまに難しくて、このお手本ですらね、うまくできてないっていう、ピント合うかなね、お手本ですらうまくできてないというモールドなんですが、新しく出た方ももしかして、いや、これはさすがに溝しっかりしてるからね、多分、ちゃんと、お手本のものはできると思うねんけど、表情微妙ちゃう、ちょっと。わからへん。普通の顔がわからんで私、そんなたくさんグッズを持ってるってわけじゃないんでわからへんねんけど。でも細かいシワとかまで再現されとって難しいかもしんないね。ラプンツェルぐらいかなーって言ってるね。私もそんな感じ。ディズニーガチ勢ってほどではなくて、家も遠いもんでね、あんまり行ったことがなくて。そういう感じ。で、今、鬼畜クマコースはってコメントしてくれとんねんけど、私このモールドさ、まだ持ってないんだよね。持っていなくて、そして、まあ、今日セリアのプレートをチェックしたんで今、
なんかセリアのプレートやろうかなって持ってるやつチェックしとってんけど、一個、そういえばこれ、前回作った時にブチ切れてそれからやってないって思い出して、やろうかと思うねんけど、久しぶりに。いや、私さ、これ、前作ったの多分、冬やと思うねんけど、それの時に比べて、スキルが上がってると思うんだよね、多分。だから、ちょっと違うやり方が思いつくもんで、それでやったらまだ増しちゃうかなって思いつつ、また切れるんかな待ってよ、誕生日さんがいてるでー。お誕生日おめでとうございます。今日は私の誕生日でリアタイするために仕事休み取ってくれたらしい。おめでとうございます。よかったね、なんか今日天気悪いしジメジメしてるからちょうどよかったかなね。今でも仕事してる方もいてると思うんで頑張ってくださいね。そうだからまさかのやろうかなって思って、そろそろだいぶ温めたよね。半年以上温めたんでできるんちゃうっていうことで、すんごい久しぶりにやっちゃおうかな。怖いよ。これ出しとくね。多分チェックしたい方もいると思うんでしばらく出しとこうと思うのですがね、2種類あるんだけどね、私こっちのお手手上げてる形の子が好きなもんでこっちをやりたいな。そして確かお腹に布入れてやったら可愛かった記憶があるんで、布も入れようと思ってて、まだ布と色を決めてないんでね、また皆さんにお見せしていこうかと思います。どれで作ろうかなという感じでみんなに聞いていこうかな。どれにしようかな、今から選ぼうかなと思います。まずお腹の布決めてからくまちゃんの色も決めよう。そして初コメ&お誕生日の方もいてくれてるかな。ありがとうございます。初コメ嬉しい。はじめまして、初コメ&今日誕生日です。初コメ今日まで我慢してましたってすごい。最近それブームなんかな。誕生日に初コメをするために我慢するっていうのはブームなんかな最近。小森さんと同世代なレジン大好き主婦ですって。やったー、同世代だったー。じゃあ私がたまに言うさ、今時の人には伝わらん話とか全部伝わっとるんかなねえ、よろしくお願いします。ありがとうございます。そしてね、コメントなしで見てくれてる方も本当にいつもありがとうございます。ということで、まあちょっとチェックしたところで、半年、いやもう3万年ぶりぐらいに、鬼畜クマやろうかなと思っております。前回と違うのは、今回、こちらの、じゃん。前回確か、T ピンか Q ピンかで頑張って埋めとった記憶あるねんけど、今回しようと思ってるのが、100均のボンドコーナーに売ってる、ダイソーやとこの状態で売っとるねんけど、うちはこまりっこさんに教えてもらったシリコンスティックというか、瞬間接着剤用ハケってやつがね、これは文房具コーナーに売ってる。レジンコーナー見ても売ってないんで、文房具コーナーのボンドの場所に、まあ私が行った場所だとダーってかけてある場所にね、一緒に並べられてたんやけど、こんなやつがねすごい便利なので、これ使いまくってた結果、先の方にちょっとカーブできちゃっとんねんけど、このカーブがまたいい仕事してくれるんだよね。ちなみにこれまだ1本目だからね、3ヶ月ぐらい使ってるけどまだまだいけそう。結構耐久力も高いいうことで、今回これを使ったら T ピン、この子補充よりレベル高いんでね、いけるんじゃないかな。どうなるかな。前よりうまく作れるんじゃないかなという感じでやってみようと思います。明日息子の誕生日です。31歳の息子、経歴などはありませんって教えてくれてありがとうございます。いや、31歳までさ、ちゃんと育ててるのがなんかもう尊敬する。私はまだ今子供たちがね、小学生、中学生なんで、そこまで無事育てられるのだろうかって思ってるとこなんで、それだけでも尊敬です。誕生日の方、おめでとうございます。ということで、布何入れようかなって思いながら考えていこうと思います。布決めて、外のくまちゃんの色決めたい。
布ね。で、布入れる場所がもう本当にここだけ、お腹のここにだけしか出てこないんで、なんならちょっとしか残ってない切れ端とかね、こういうのでもいいよね。前回これ使った気するねんな。エンボスヒーターでこれ溶かして線香花火みたいになったらしい。線香花火。何が起きるの？熱に弱いんだ。線香花火ちょっと見たいねんけど。そんなのもあるらしい。気をつけてね。そして何を使おうかな。難しいとこではある。なんかさ、ちょっと模様がぎっしりしてる系がいいよね。きっとちっちゃいスペースしかないから。あ、これもかわいい。あんまり使ってないやつとかちっちゃいやつ使ってみようかな。ちなみにこちらはね、布作家さんからの素敵便でいただいたものたちでございます。どうしようって思うよね。そしてチャット欄で一緒にお祝いしてくださる方もありがとうございます。10月もお誕生日多いね。で10月も多いというか、やっぱりコマリーネジをね、見てくださる方が増えてるおかげで、誕生日の方も一緒に増えていく感じなんやろうけど、何はともあれ嬉しいね。みんなでお祝いできるということはね。やばい、決まらんで。久しぶりやで。てか、これなんか秋っぽくていいね。ちっちゃいし。これにしようかな、なんなら。で、そしたらさ、これに合わすさ、クマの色も考えたいわけ。前回茶色作っちゃってるんでね。同じ色つまらんよな。まあ考えるのがグググッと。今日どうしよう。モール出しといた方がいいかな。きっとサムネイル見て気になってきてくれる方もいるかもしれないから、邪魔にならん程度には出しておきたい。このぐらいでね。ここのベースの色作りたいのと、足の裏違う色にしなきゃじゃん。リボンも違う色。足の裏、ここ、口、リボン違う色でいくんで、それ以外の場所の色も考えなきゃいけない。くすみピンク可愛いかも。私もそう思ってる。ここの紫とピンクの間ぐらいの、言うならばコマリカラーは可愛いと思うねんけど、コマリカラーのもうちょっとくすませてもいいかもな。コマリカラーよりって思ってる。でまずベースの色は結構使うと見たので、こっちに作りましょうという感じですね。ということで、久しぶりのリベンジうまくいくんでしょうか。なんかモールドこれやると今日のテーマにいいかもって思った瞬間ちょっと萎えたねんけどさ、またやるんか、ついにやるんかみたいな萎えつつもリベンジしていきたいよね。この方眼マットはね、Amazon で買ったね。はるか昔に。なかなか可愛い色ってなくない？方眼マット。Amazon で買った。100円じゃない気がする。もうちょっと買いたい。汚れてきたから。言うならば今ここにあるやつがまさにコマリカラーがぴったりな感じやねんけど。で、とりあえず作るだけ作るか。くすみピンクなんだけど、濃度もむずいね。一回混ぜてから考えようか。ね、見てきてみて。でも昔に買いすぎて今売ってるかわかんないけどね。なんて調べたんやろ。なんとかマットって調べた気する。でピンクがあるじゃんって思って買った記憶があるよね。明日誕生日の方もいてておめでとうございます。ちなみにね、いつも手袋の写真を好きって言ってくれるんで見せると、今日のこんな感じ。今から始まる天線地獄に怯えているクマの写真、今日は。写真じゃない、イラストでした。おめでとうございます。そして、三男くんが誕生日の方もいてるしね。おめでたいね。誕生日ラッシュ続いていく。
10月だもんね。ちなみに今日兵庫県はね、なんか、兵庫県今日、涼しいねんけど、湿気が半端なくて、今除湿つけちゃったさっき。あれ一面に流すっけクマって。やばい、記憶がない。もっといるかもしかして。あ、一面に、残りの部分全部流すんかこれ。こう作った方がいいか。こんぐらいか。で、ジメジメしてるもんでね、10月なのに除湿つけてる今。ジメジメで、なんやろ、体力落ちると、コンディション悪くなるもんでね、とりあえず除湿つけてみたけど、まだいるんかって感じだよね。ねえ、明日誕生日、ピってよかったってね、ぜひぜひ教えてね、誕生日の方みんなで祝いたい。千葉29度。29度暑いね、結構ね。今日はね、天気どうやら困りっこ天気予報ばらつきあるっぽくて雨降ってる方もいてるで。快晴って言ってる人も雨降ってる方もいてる。うわ、どうしよう。ちょっと勇気のクスマス行こうかな。黒白。黒ちょい入れの白も入れる。秋だからね。秋はくすみカラーという感じです。で、その方眼マットってレジンこぼしてしまっても固めたら剥がせたりしないタイプ。なもんでどんどん汚れてくもんで困ってる。これ結構さ、ピンクやもんで、背景ピンクやもんで、リールとかで使うと映えるもんで気に入っとるねんけど、レジンついたら剥がれないもんで、つかないようにすごい気をつけて作ってる。こぼしても剥がしたいんやったらこっちの下のね、シリコンランチョンマット今引いとって、これ概要欄にリンク貼っとんねんけど、そっちの方がいいよね、レジン作るとき。結局私はね、配信でこれ引いてる方が、なんか画面見やすくないかってことに気づいてちょっと前から引き出したねんけど、その前まではこっちのシリコンマットの方を下に引いてたよね。今映えるからという理由で引いてるけど、ほんまレジンこぼしたら取れないからね、あんま向いてないって感じ。横浜風があるので暑くない。兵庫もなんか風強いねんけど、湿気半端ないって感じで今我慢できず入れちゃった。風はあるよね。これいいんじゃん。何したっけ？桜に白と黒入れたかな。きっと今気に入ってるんでこの色でいこうかと思いつつ、あとはもうこの辺のパーツ何色にするかっていう話。どうしようかな。足裏と口を白にして、でリボンをこっちのラベンダーにしようかな。そんなイメージという感じで作っていきましょう。他にも言ってたお誕生日の方がすごい。おめでとうございます。ハッピーバースデートゥーユー。今バーってすごいコメントがすごくて追いつけない。いつもアーカイブや無言族で見てますが、実はあさって誕生日なので用事があって来られないので、そっか、水曜日のね配信が来れないということで今ドキドキしながらコメントしてみたー。そして自分のプレゼントに困りカラー買っちゃいましたって。キャー、ありがとう。今使ってる困りカラーかな。こっちのね、私が監修した困りカラーというものがあるんですが、なんと自分のプレゼントに買ってくださったということで、ありがとうございます。そしておめでとうございます。自分のプレゼントどうしよう。私も買いたい。誕生日、自分にプレゼントどうしよう。健康グッズがいい、健康グッズ。これって、クリアファイルか。クリアファイルの上に色作ろう。なんか買いたい、自分に。ご褒美あげたい。リボンの部分さ、もうなんなら、原色このまま使ってもいいよな。軽くレジンつけた方がいいかな。リボンこの色にするじゃん。で、他の部分は白。足裏と鼻は白でいいんじゃないかな。ちょっ
と待って、どうするんやっけ？布どうやって入れるんだっけ？私どうやってやったんやろ？もうね、さすがに昔の配信めんどくて見てないんだよね。動画の数多すぎてよくわかんないから、自分のチャンネル。どうやってやったか思い出せんで。ここクリアちゃうかな？クリア最初に流したんちゃうかな？違うかな？違うかな？違うかなって言いながら流したで。勢いで。あ、手の裏も色つけないかん。お、クリアちゃん。普通に考えて。違うかなって言いながら色も作ってないのに流し始めたねんけど。これ一回どけて。朝食棒でいっか。これね、布を貼りたい場所にクリアを流した。あ、今から出てないね。時間置いといたら出そうだから、一回これで硬化しちゃおう。今、腹に流しましたね、クリアを。しかも勢いよく、手順とか考えずに勢いよく流したから、急いで固めなきゃいけんくなってんけど、こんなやり方やったかな？自分へのプレゼントはいつでも買っていいんだよって。確かに私、しょっちゅうさ、自分へのご褒美とか言ってセブンで200円ぐらいのお菓子買うねんけど。いいよね。そっか、11月にのイベントチケットは自分へのプレゼントとして買ってくださったって方もありがとうございます。どうなるかな、ドキドキ。めちゃくちゃわかる。これどうやって作ったっけみたいなめっちゃあるって。そうやろ？忘れるよね、しばらく経つと。私もね、もう日々いろんなもの作ってるせいもあるねんけど、忘れるねん。さすがに覚えてないで、半年前のは。今クリア入れたじゃん。で、リボンとお手手などを入れ、おー、いや、背面白やったかな？あれ、白色やった気がしてきたで、裏面が。さっき液作りすぎたんちゃうん、私。でさ、次に、まあ、白色入れるじゃん。こう。ぽちょんぽちょん。足りん気がする。大丈夫か？ちょっと、点線から出てきたら悲しいんで、ちょっとずつ入れよっか。こうやって置いて、もうちょっとアップしよう。そして、これをぐる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 っと伸ばして、あ、気泡とかある。ぐるぐるぐるっと伸ばし、これで一回硬化すればいいよね、多分ね。まあ、問題は点線なんだよね。モールドから外した後がやばいんだよな、このモールド。で、硬化をしました。自分へのプレゼントでスイーツ食べまくり、買いまくりの食べまくりで困ってます。食欲の秋ですねって。そうそう。食欲の秋言い訳にできるよね。私もそれで最近ね、食べまくってる。言い訳ができるねん、この時期。自分に作る。私、自分にレジン作品作るとしたら何作るやろ。まあ、金運上げたいからマネのマネあたり作るかな。ちょっと白足りん予感すんねんけど、もうちょっといるね。多分足りないや。ちょいと足して。だって手のひらと鼻入れなきゃだもんね、まだ。手のひらも入れなきゃいけない。もうね、とにかく今日試行錯誤いくね、覚えてないんで何にも。私の配信を見て、レジンやる気が出てきてくれたって言ってる方もいてるけど、やる気出るといいな。とにかくレジンってね、一回作り出したら結構時間と気力が必要だから、
やり始めるまでモチベれない時あるよね。混ざったかな？ここの手のひら白やねん。手の、ちょっと狭いよ。手の裏側、狭いね。ポチョンといこう。ポチョン。いや、こっちのペンじゃない方がいい。この方がいい。これも白。細かい。やばい、細かいで、今日の配信見る人も疲れる系かもしれんで気をつけてみんな。ちょっと漏れてる気がする。まあ、いっか。濡れまして、漏れてはないか。なんじゃこれ、なんも見えんで。そして硬化するまた。ペンが、硬化をしましょう。こんにちは、初めてコメントしますって。ありがとうございます。待って、私、知ってる作家さんかも。あれ？最近ね、私フォロワーさんをチェックしてて気づいてフォロワーを変えさせていただいたすごい作家さんの気がするねんけど、気のせいかな。初コメントありがとうございます。嬉しい。今日はなんか細かいやつを頑張っていこうと思ってますが、よかったらお付き合いください。そうだよね。すごい作家さんだって言ったらシェイカーとかめっちゃ可愛いの作られる作家さんの気する。でもし違ってたら申し訳ない、ないけどね。ありがとうございます。なんでも、初コメは何でも嬉しいのでね。ありがとうございます。やっぱりやってたフォローありがとうございますってね。いや、私こそ気づくの遅れちゃって、申し訳ないんですが、こちらこそよろしくお願いします。グリーンオーシャンさんの、グリーンオーシャンさんのアンバサダーやられてた気する。違うかなね、よろしくお願いします。ここにもちょいちょいってしとこ細かいで。ちょい。これで色入れ、リボンも入れなあかん。ほんまはさ、ここはさすがにね、補助、漏れるリスクないんで補助使おうかな。補助じゃないよ。今日は補助じゃない、残念ながら。ねえ、嬉しいね。見に来てくださってね。こね。ここほじっとこ、とりあえず。心の目で。こねしまして、多分下の方に気泡できそうな形状の口してたな思いつつ、こねして、そして硬化すると、ほじおファンの方が昨日パーツクラブのライト壊れました。3ヶ月ごとに壊れます。そんなものですかって。私まさに3ヶ月で持たんくなる、大体。壊れることはないねんけど、全部弱くなっちゃう3ヶ月作ってると。LED って寿命は長いっちゃ長いねんけど、UV ライトより長くはなったねんけど、結局寿命来るねんけど、私はこの毎日、ほぼ5時間以上ライトつけてると思うねんけど、3ヶ月しか持たないね、どのライトも。ただ目に見えて壊れるやつっていうのはね、結構あるんだよね。これね、クロッチェの社長に聞いたねんけど、仕入れた時点で全部不良品が入ってくるロットとかあるらしい、中国から。だから壊れやすいロットとか、不良ロットというものがどうしても存在するらしく、目に見えて壊れるのは、不良の可能性もあるよね。だからね、多分ライトって保証つけてるんだよね、大体のショップが。中国から来た時点でやられてるやつとかってね、それどうしてもショップでは確認ができんもんで。そのパターンかもしんない。3ヶ月で見た目がわかる壊れ方はちょっと早い気するな。そう、一箱全部不良が来たことあるんだって。で、その時期はライト壊れましたの問い合わせが殺到したって言ってたで。こんなこともあるらしい。で、それはもうわからんらしいで。どっちかというと、販売してる小売りのショップが被害者っていう実は。そういうパターンとかもあるらしい。そしてこの細かいとこのリボンにも入れていきましょうね。ここに、そうか、クリアレジンがもう入れてあるから大丈夫か。やばい。
細かい。アップアップ。みんなの目が疲れんように極力アップではやっていきたい。私ね、最近ね、もうどこのネットショップでも電化製品の壊れてる率すごい高いんだよね。特にひどいのAmazonね。Amazonはなんかね、不良品のやつをもう一回発送するとかやってるらしくて、簡単に返品できるじゃん Amazon って。そのせいで帰ってきたやつを軽くチェックしてもう一回発送をやってるみたいで、Amazon で買った電化製品の故障率がやばい。スマホタッチペンとか3本連続で反応しないやつ来て取り替えたからね。しょうがないね。安いんだけど、中国のって安いんだけど、そういう雑なとこがあるというイメージだよね、やっぱり。待ってな、たくさんコメントが来てた。ありがとうございます。電化製品もあるしね。でも日本製、やっぱ質がいいけどお値段がってなるから、この今何もかも値上がってる時にさ、なかなか買えないじゃん、日本製のやつって。1年以上使えてるライト。でもたまに昔、ジェルネイル用に買った UV ライトでまだ作ってますって言われてる方がいる。そういうのすごいなって思う。持ちがいいのは素晴らしいよね。できた。まあ、使う頻度にもよると思う。私が使ってるライター3ヶ月持ったことないで。あとはワット高いやつ故障しやすいとかそういうのもあるらしい。これは多分、ライトに限らず全ての電化製品がやろうけど、出力が高いやつは壊れるの早いみたいな。できてるかな？どっか気泡入ってないかな？怖いね。まあ、後で一回埋めれば。この液を残しといて、後で万が一、ボコ穴なったら埋めよっか、これで。電化製品が一斉に壊れる現象とか怖いよね。冷蔵庫、洗濯機、テレビとかあのあたりが一斉に壊れる現象みたいなのあるやん、たまに。あれ怖いよな。今日グルコサミンになってる。大丈夫かな？多分みんななってない気するでさ、Wi-Fi とか、スマホじゃない、スマホかな？再起動するといいかもしれんね。喋りながらそんな細かい作業できるのすごくないですかって言ってくれてる。せやね、ライブのおかげで鍛えられたで。まあ、口は開いてるよね。口開くよね。口開く&息止まるよね。息は止まるって感じ。で、寿命縮んでいくみたいな。この後、違う。やばい、覚えてない手順。流すんじゃない？ピンク残りに。いや、でもここに布貼りたいんだよね、私。どうしたらいいんだろう。そうやってやったやろ。過去の自分、ピンク流してから布張りじゃないか？布が結構雑に切ってもよかった気するから。ヘアアイロンはきついね。あるとないで全然違うもんね。私、前髪カールさせんと無理やわ。家電タイマーっていいの、そういうの。家電タイマー発動。家電タイマーというものが存在する。多分それだよね。いや、きついな、今壊れたら。私ね、冷蔵庫がやばいね。今使っとる冷蔵庫、そろそろ15年経つねんけど、すごいよね。15年。これ、だって言っていいかな？違うよね。待って。どうしたらいい？ちょっと待って、落ち着いて。一気に行ったらやばいやろ？他の駅と同じ高さぐらいまでやらないかん気がする。流しすぎないでほしい。この狭いとこはもうやめとこう。直流しするの。そう。この配信を見ながら細かい部分で一緒に息止まっとる方もおるねん。配信見ながら息止まっていくみたいな。そうでしょ？こんにちは、こまりさんって。新しいディズニーモールド出てたで。多分先週の木曜、金曜ぐらい、そのぐらいに新しいの出よるで、その時に出たんちゃうかなって予想しとんねんけど。
細かいと思うけど、今私がやっとるこれより全然マシやと思うで。ここにもちょっと隙間あった気する。ここにも隙間があっていく。で、この辺はもう、こうやって気合で流すしかないよね。頑張って。めがけて。モールドの壁にね、液をポチョンってつけて、垂れてくれって感じ。につける。本当にこんなやり方してましたか、私。こんな難しかったかな。真ん中をとにかく布にしようとしとるで余計難しくしてるだけだよね、自分で。ちょっと乗っちゃったけど、液が。これは問題ないよね、もう。多分表から見えないから、液が乗っちゃってるやつ。これは問題ないとして。別に隙間に入れんでよくない？足にバーって流せば。てか、なんならもうこうなっちゃってもいいってことか？あれ？ようわからんなってきたな。で、お手っても色入れないかんよね。とにかくお腹をキープしたい。これでさ、固めた後布貼ればいいんちゃうかな。ただ布どうやってカットするんっていう、山間で切るかみたいな、そういう問題も発生していくよね。息止まってる、大丈夫かな。ねえ、そやろ、これ作れる気しませんって。そうやねん、私らも衝撃やってん。なんでこんな難しいやつを初心者が作りたがる100均に置かれてるんやろうなってね、みんなで不思議になってたよね、これ最初出た時。こんなむずいの置いたら初心者の人挫折しんみたいな。でも色分けとかしんかったらもっと楽なんかな、一色でジャーンって流したら。ただね、このモールドのむずいとこね、外した後やねんな、この後。外した後が本番くんねん。難しいやつ。っていう感じだよね、これ。これさ、一回固めちゃっていいと思うんだよね。その後布を貼り付け、残りの色も流し、それでいいかな。で、布どうやって切るって思っとんねんけども、山間で切るしかないよね、こんなの。補充人気やで、一回、補充もたまには、今日ワイの出番なさそう思ったけど、ちょっと出てきたで、みたいな感じで、補充もちょっとなぞりに使うか。シリコンスティックばっかでワイの出番ないやんけって思っとったら、まさかのここで急に登場させられて戸惑いつつもなぞっていく補充って感じ、これ。とりあえずなぞる。で、一回硬化してみよっか。目の周りとか、この辺怪しいねん。いや、でも安定感あるね、補充はね。やっぱ君はできる子だ。そして硬化しよう。じゃーん。補充人気。補充様。補充って完成。黄色い歓声が。補充。黄色い歓声が上がっていく。ちなみにこれはオフ会でこまりっこさんにいただいた補充を。心の準備できてへんかって今。急に、ワイの出番みたいな。なぜかコマリンキャラクターズ全員関西弁っていう。いや、ホリ様はね、5円で作れるから大人気だよね。電化製品は昔は何年も使えたけど、そしたらメーカーが買ってもらえないから、そこそこしたら買い返してもらうように壊れるようにしてる。理想。さ、世の中の闇だよね。闇みたいなのあるよね、そういうのあるよね。ごめん、これは多分、ただの予想に過ぎんのやけど、コロナもなんか医療業界に金を使わせるために、なんか作られた陰謀ウイルスみたいな、なんかそんなの見たことあるで、これはただのね、誰かの予想やと思うんで、真に受けんでほしいねんけど。そういう感じでなんか、あるよね、絶対世の中の仕組みで怪しいやつ。ねえ、むずい、どうしよう。わかった、思い出した。私さ、ここの型だけ取ってたんだ、前、作った時。最初、このお腹にだけ流した型をポコって出してた。思い出したで、今。ないかな、もう半年前のやで。ちょっと、それがないと作れないんだけど。
型作ってたんだ。心の目で見ろと。型を作んなきゃダメなんだ、事前に。でも、布入りにしたいな。山間でいけんかな。型ないねんけど。なんか、こう、雑に、この辺に置いたらいけるんじゃん。これを全く思い出せずに適当にやってた。ねえ、医療業界怪しいよな。やっぱり見返してくれた？クリアレジンで型取ってたらしい、布のとこ。どうしよう、もう、取れないじゃんね、今。明日は誕生日って言ってくれた方がいると見た。一緒にお祝いしてくれる方もありがとう。実は明日誕生日なんです。でも休み取り忘れて朝から晩まで働きますって。偉い。お祝いしていただけるとすごく喜びますって言ってくれてた。おめでとうございます。もうお仕事して偉い。もうじゃあさ、その誕生日に朝から晩まで働いた1日分の給料自分のためになんか買おうか。とりあえず。こういう感じに考えようか。これで私はプレゼントを買うために今日一日バチコリ働くんだみたいな。ねえ、頑張ってね、お仕事。忘れてた。自分の誕生日。私もね、旦那の誕生日3日後に気づいたで。いつやっけ ?2 月。どうしよう、これ。肩取ってないもん。なんか全然、もう一回やめよう。なんかしんどい。いや、無理だよな。だってさ、このピンクの部分がさ、半透明カラーだからさ、絶対透けちゃうんだよね、布がはみ出したら。だったらもうやめた方がいいよね。やめよ。諦めも大事。ほんで、そしたら腹どうするっていう話ねんけど、なんか色塗ろっかな。でも白が一番無難な気するよな。黄色とか塗ってみちゃう。黄色とか。淡い黄色とか。そう、潔いやろ。だってもう、しんどくなる。この後さ、モールドから外した後の方がしんどいのにさ、いかんよな。すでにしんどくしたら。黄色と白の、なんか薄い色。なんかポンポコポンにしよう。もうね、この後疲れるから、もう分かってるから。で、ちょいちょいとして、お腹をね、黄色と白のポンポコポンにしようか。まあ、みんなが何とかしようと考えてくれてた。ありがとうございます。なんかもう諦めたらしいで。考えることを放棄したみたいな。代わりにみんな考えてくれてる優しい。この白も巻き込んじゃえ。もっと薄い黄色にしたい。こういった白。紙を入れて鉛筆で塗る。紙がない。でもすごいみんながアイディア考えてくれててありがとね。やっぱいろんなアイディアが重なると100人力だね。当の本人は諦めて色作り出してもらって申し訳ない。ほんまは多分前回作ったやり方やと、最初にさ、ここにクリア流したじゃん。クリアをポコって一回外して布に当てて、で同じ形作ってたねん。ただそれをやり忘れてたからこんなことになってるって感じ。かわいい。で、布諦めて黄色塗るらしいで、とりあえず腹に。じゃあ最初から黄色流せよな、ここに。っていう話になるねんけど、まあそれはしょうがないよね。とりあえず今日はね、このクマちゃんをなんとか完成にこぎつけまして、そしてプレゼント企画、今日このクマちゃんにしたいんで、プレゼントが届く方のためにもなるべく可愛く作りたいなという感じですね。うまくできるといいよね。これでポンポコポンはもう諦めの黄色で埋めました。表から見るとどうなってるか気になるよね。しっかり端っこまで塗らんといかん気がする。この辺
辺怪しいね。影なのか濡れてないのかよくわからんけど。よし。いいよね、これでポンポコポン。これも怪しい。で、硬化しましょうと。あら、カスタード確かにお腹すくね。美味しそう。あら、カスタード。レジンしたいけど勉強もしなきゃですって、えらい勉強もしてて。とにかくレジンってさ、時間使うよね。私もいつもそういう感じや。レジンしたいのに動画作らなきゃ、写真撮らなきゃみたいな、サンプル作る仕事しなきゃみたいな。ほんまはずっとレジンしとりたいねんけどな。うちのデバイス今全部コマリンライブですってすごい。iPad、iPhone、テレビ、パソコン。4コマリでお送りしております。すごい、ありがとうございます。テレビで YouTube 見る、漏れてる。漏れてる？なんか、おかしなってるで。手んとこか。大丈夫かな、手やったら。多分ライト当たってなかったね、しっかり。ここに手に漏れてるけど、なんか取れそうじゃない？メリって。そんなことしたらまたさ、壊したりするかな。やばい。もうほっとこっか。手にさ、漏れてた。多分ライトがね、下の方まで持ってきてなかった。もうちょっと固めとこう。余計なことはやめとくわ。多分表から見えんで。カスタードおもらししたで。こんにちは。いらっしゃい。今来てくれる方もありがとう。お仕事中の方もいてるんかな。そうやね。なんかどんどん難しくなってくる大ピンチやで。難しいのこの後なのにね。でさ、残りのとこはもう流しちゃおっか、ビャーンって。とりあえずモールドから外そう。で変やったらもう一回作るわ、さすがに。ちなみにね、これはね、マグネットにしようかなと思ってる。ペタンって冷蔵庫などに貼っていただける。全部流しちまえ。で、流しちまいまして、気泡とか出てくるんかな？そう出てこん、そうやな。出そうな場所あんまなかったし。流しちゃったね。休憩、仕事休憩中見てますって。ありがとう。っていうか今やろう、じゃあ。これ、軽く放置したいし。今日からね、企画変わったんかな？前言ってたように、看板みたいの出そう思っとで、ちょっと待ってな。今タイマーをオンにしまして、ただいまから今作ってる、ふまちゃんが当たるプレゼントチャンスを行おうと思うんですが、本日から説明の、私が毎回言う説明文がさ、長ったらしくて鬱陶しいなって思ったんで、看板を出すことにしたわけ、プレゼント企画中に。で、これで貼りました。で、プレゼントチャンス、イエーイ！新しい看板がこちら。じゃじゃーん。ちっちゃいかな？スマホで見てる方、これ読める？新しくプレゼントチャンスの説明をね、毎回始まった瞬間に口頭で説明しとったねんけど、説明が長いのと、あと、途中から来た人にわからんっていう、あれがあったんで、今回この看板にしてみたけど、ちっちゃいかな、これやと。読める？ローガンズの皆様どうでしょうか？これね、これ以上大きくしちゃうと、この作ってる工程が見えんくなるっていう、ギリギリのギリを攻めてみとるねんけど、ローガンズだけど読めんこともない。チャット欄出してると見えないね。でもチャット欄出してる方っておそらくもう慣れてる組の人やで、なんか知ってそう。もうプレゼントの応募の仕方なんてお茶の子さいさいみたいな気がするで、チャット出してる人は大丈夫な気がする、勝手に。結構拡大できるんだ。そっか、YouTube の画面って確か指でこうしたら大きくできるもんね。手で見えてるかな？とりあえず大丈夫そうやでね、これにしようと思います。
そうこのね、この長文をテロップにすると、一周するのに1分ぐらいかかる。って感じかな。で、私が説明を毎回言うのめんどくさいんで、今プレゼント企画についての看板が出ましたので、画面をご確認くださいって言おうと思ってる。どう？とりあえず見えてるっぽいね。問題なかったらこれでいこうと思う。で、前回の配信では、コメント欄に応募のアドレスを貼るといいみたいなね、こと言ってくださったねんけど、人によってはチャット欄が見れないらしいもんで、コメント欄じゃなくてチャット欄かな、今ある。人によっては見えんらしいで、まあこの方法に、実はこれ一番最初の方やってた方法なんだよね。戻ってきたって感じだよね。お茶の子さいさいで応募してきましたってありがとう。お茶の子さいさいって使い方合ってるこれ。なんか聞いたことあんな思って使ったねんけど。応募と、グッドボタンもありがとう。励みになります。ありがとうございます。応募してね。当たるかな？当たった方お楽しみに。いつもね、応募がね、だいたい最近はね、380人ぐらい応募してくださってる平日の昼でも。で、一人やで、まあ、なかなか当たんないよね。でも、連続応募したらきっと、いつか当たるかもしんないんでね、ぜひ気軽にご応募ください。たまに2回しちゃったっていう方いるねんけど、重複チェックしてから抽選してるんで大丈夫ですよ。間違えてしてもね。ね、結構出てきたね、今、喋りながら気泡取っとってんけど。隙間から結構、ここもおるな、ここ。結構出てくるね。でさ、これ、公開しちゃおうかなって思うんだよね。上下効果がいい気がするんで、こっちにやろっかな。応募完了の報告ありがとうございます。お茶のコブ、お茶のコブができてる。インスタライブから一度も当たったことないってめっちゃすごい。1年以上応募しとるよね、きっとね。昔はインスタライブでキーワードを入力して応募とかやってたよね。昨日から探してた買ったはずのモールドをついに発見したことをここに報告しますって。すごい！私、出てこないんだよね。あのモールドどこだっけって探すやつ。なかなか出てこない。よく見つかったよね。ちなみに練り消しも出てこないんだよな。ということで、上下効果でね、眩しい活気をつけていくで、パチーンとバチコリ硬化したいと思います、これ。その間この人たち映しとこう。出遅れたーって来てる。大丈夫、大丈夫、ナイスタイミング。今ね、プレゼント中なんで、ぜひぜひご応募ください。お疲れ様です。お仕事中の方も。今日もたくさんコメントくださってありがとうございます。ほとんど読めてなくて申し訳ないと思いつつ、ライブの後にね、全部読み直してるんですが、なんか最近ほんとね、コメントすごいいただけるもんで、質問に答えれてないことが多くて申し訳ない、ほんまに。何っけ、コメントアーカイブの時にコメントしてもらったらね、全返信してるんで、おそらく全部できてると思うねんけど、コメント全返信チャンネルなんでこれ。気軽に聞いてくださいね。今日は寝落ちしてたのに、プレゼント企画で目覚めましたってよかった。なんかいつも寝落ちしている。よかったね、起きれて。目が、眩しいねん、このライト。出てこないやつあるよね、どうしても。そっか、プレゼントのバーがないから気づけなかったって、もしかしてしばらく切り替えに時間かかるかもしんないね。プレゼント企画中はバーが出るっていう、もう脳にインプットされてるでしょ、きっとね。今日から右上になんか出るっていう風に、書き換えてもろて、脳みそをグルコサミンしてもろて。脳みそ更新でよろしくお願いします。1年ぶりにドスコイモールド発見しましたって。ドスコイモールドってことはこの球体の玉のやつってことかな。これかな。1年ぶりに発見した。これはもう本当に再販されないから大事に使っていきたいよね。でももうこれマットになってきちゃった。ドスコイクマ作りまくってたら
大ピンチだ。脳トレ大事だよ。脳トレつながりで私最近すごい悩んどることがあるねんけどさ、なんやろ、一日中座ってるじゃん、一日15時間ぐらい。で、体がどんどんおかしくなってってるよなっていう話ねんけど、ずっと座ってるせいで、腰とお尻がずっと痛いねんけど、いろいろみんなに対処法を聞いて、フォームローラーってやつを買って、なんか頻繁にコロコロやるようにして腰を。で、ちょっとマシになってんけど、多分ねんけどね、筋トレの方が早いっぽいんだよね。腰痛とか、お尻の痛み。筋トレがいっちゃん早いっぽいねんけど、私筋トレが苦手でさ、ゆるい運動は割と得意で、ウォーキングとかもね、もう半年以上続いとんねんけど、筋トレがマジで苦手で、なんかやる気が出んねんけどさ、やる気が出る方法なんかあるかなと思って。で、募集しよう今日。以前はね、夜寝つけないっていう悩みで、みんなが教えてくれたピルクルミラクルケアとか、キューピーコアヒーリング。あれを、あと耳ほぐ。あれを飲んだら解決したねんけど、筋トレがやる気出る方法募集。運動苦手。前提で。まずないこれ。ってことで、これをめくりましょうか。どうなってるでしょう。ちょっともうもやっと見えてますが。いきますよ。めき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 。ビャーン。なんか腹濁ってない？大丈夫？まあ腹濁ったけど、光って見えてなかった。腹濁ってるか。白漏らしてる。白もお漏らししてる、ここ。まあなんとかできてるって感じでした。そっか、ここ点線がここで終わってるんか。なんかこれ気になるな。とりあえず形にはなってるよね。でもリボンのところに、気泡かなこれ。気泡じゃなくて点線の穴か。わかんないな。気泡ではないか、リボンの上のとこ。点線の穴なのか？ピントも合わんね。気泡なのか。よくわからんで、これ。なんかできた。いや、気泡か、これ。いや、気泡っぽいな。とにかくなんかできた。という感じですね。で、こっから頑張って点線入れるやつやっていきたいんだよな。リボンの穴だけ埋めたいと思いつつも、液がない。どこ行った紫たちあんないっぱいおったのに。紫がいなくなってる。腹の、確かにお漏らしゾーンじゃん、漏らしてんの。ちょっとお漏らしクマちゃんになってるやん、これ。ここ埋めたいのに液がない。来るのめんどいな。色でもダメかな。同じ色やないとキモいと思う。穴ぼこ1個いるからとりあえず埋めるね。一回読んでみると、乗るタイプの振動マシンってすごい、結構高いやつやんな、きっと。またがるやつやんな、家に置いてある機械の。でもそんぐらいさ、金かけるとさ、やらなきゃってなるよね、さすがに。高い機械とか買ったり。フォームローラーも5000円したからちゃんとやろうって思えるんだよな。金かけるのありか、事前に。困り夫がさ、ジムとか通ってるからついてこうかなって悩んだねんけど、時間も使いたくないんだよな。ちょっと待ってほしい。なんで今呼ぶねん、一番大変な時に。待って。はい。ということで、企画はこれにて終了となりました。ご応募くださった方、ありがとうございました。当選した方は2日以内にメールが来ますのでお楽しみに。ポチッと。これで OK かな。最強放置してる時にスクワットやってますって。それ良さそうって思うねんけど、私さ、
硬化しとる途中さ、だいたいパソコン作業に移っちゃうんだよな、すぐさっと。なもんで、なかなかやらないって感じ。どうかな今日は次女の誕生日なので、次女の名前で応募しましたって言ってくれてた。ありがとうね。きっとコメントだ、これね。次女ちゃんおめでとう。ケーキ食べて素敵な一年にしてね。停電こっからやで、今から。なんかさ、この筋トレがいいっていうのも気になるねんけど、それよりまず、筋トレのやる気が出る方法が知りたい。やる気が出んねんな、運動が苦手私。ハード系の。そういう問題を今なんとかしようとしてる感じ。で、これ、頑張ろっか。やっぱ久しぶりに見たけど、溝深すぎん。おかしいで、これ。溝深すぎやろ。設計おかしいで。って思いつつやってこっか。頑張ってね。黒色を入れてこう。いや、茶色がいいかな、茶色。黒より茶色の方が、焦げ茶の方が可愛い気するねんけど。久しぶりに見たけど、やっぱ、めちゃくちゃ溝が深い。そのせいで難易度鬼上がっとんねんけど。なぜこんな深くしたし。と思いながらやってこうと思います。隣のね、さっきから映ってる上下ライトはね、Amazon 売り切れで、テムで売っとるねんけど、クロッチャが出すで、もっとワット強くして。今なんか作ってもらっとるっぽいで、どうやら。だから、急いでない方は待ってもらった方がいいかも。ワットが弱いのが欠点なんでね。ほんまに出すかな、なんか。しっかり確認してから発信しよう、さすがに。よくわからん。一応テムにあるらしい。毎日同じ時間にする。それこそむずそうやな、私。レジン中心の人間やもんで。なんかやめれんくなってて今日はやめようみたいになっちゃいそう。アホやで。毎日同じ時間にする。一番いいのが寝る前とかが良さそうなんだけどね。もう疲れ切ってて、寝ちゃうとかあるんだよな。部屋の片付けのやる気。言うならば全部の、そういう生活習慣のやる気を出す方法って話だよね。我が家の夫は最近深夜のお菓子食べちゃうのに悩んどんねんけど、結局そういう感じで、私の場合は筋トレをやる気が出る方法を知りたくて、で、夫は深夜のお菓子をやめれる方法を知りたがってる。そして今チャットいただいた部屋の片付けやる気する方法。ああいうの知りたいよね。せっかくだったらなんかないかなって思ってる。なおちゃんで出すつもりっていうかね、工場に問い合わせしてくれとって。で、これね、サイトに 30W って書いてあんねんけど、実際測ったら、もっと低かったんだよね。これは言っていいって言われたから大丈夫だと思う。もっと低いですよって言ってた。なんか計測しとるらしいね。電気専攻大学に入ってる人がいるらしくて、クロッチャ内部に。その人が測ったら、もっと低いですよって言っとったらしくて。で、工場にもっと強いやつ作ってくれんかみたいに聞いてくれとるっぽいねんけどな。私もちょっと弱さが気になってるから出してくれるんやったらそっちの方を使いたいなって思っとんねんけど。ただ進んどるかどうか確認せなわからんで、未確定情報として聞いてもらえたらと思う。歯磨きの時スクワット。良さそう。でもね、私そうやって食器洗いの時にスクワットとか言って初めて最初だけできるねん、最初だけ。1週間ぐらいでなんか、シンクなんねん。忘れるんかやめるんか知らんけど。続かへんねんな。今、ウォーキングがいい感じに半年以上続いてるから、筋トレ、フォームローラーも1ヶ月ぐらいもうできてるね、続いてるね。あと筋トレをそこに組み込みたいねんけど、とにかくしんどいのが嫌いやもんでね。
まあなんか汚いな、画面で見ると。頑張って色を入れてこうかと思うんですが、うわははは、なんか思ってたよりしんどいっていうかきつそう。ねえ、やる気スイッチが欲しいよね。筋トレ配信をする。もうみんなでやる。このライブ中に急に歌流れ出してさ、ビリーズブートキャンプみたいな。みんな筋トレ始めますよみたいな。聴者さん減りそう。でもなんかそうやって強制的にやる機会がないとやらなさそうなんだよな。お菓子の量を減らしたら痩せましたよって、そうやろ？それは分かっとるらしいねんけどな、我が家の肥満旦那が。もうすぐ100キロぐらいの旦那が悩んどんねんけどな。それができんらしいで。どうしよう。まず簡単そうなめめからいきましょう、めめから。前と違ってホジオがいるからどうですかね。ホジオじゃなかった誰やっけこれ。ビーコンスティックさんがいるからなんとかいけませんかね。とりあえず簡単そうなとこをね、入れまして、そしてその後点線について、入れすぎた。入れすぎるとこうなる。片目でかくて怖い。机の下に足踏みバット。良さそうなんやけど、多分、それじゃなくて、私がやりたいって思ってるのは筋トレ。筋トレと違うよね、足踏みマットは。筋肉つけたくて。筋肉。多分ね、もう、ぽよっぽよやねん、私の体。1日15時間座りっぱなしやで。これ働きに出かけとる人ってさ、デスクワークやとしても、通勤してる間、ちゃんと運動になってるじゃん。それすらないからね、在宅だと。ほんまに、筋肉ゼロじゃないかなって思う。3ヶ月坊主なんて言葉があるんや。昭和の男子の最強装備。腕と足に重りつけてみてはって。でもそれあるで、この家に。私の夫が、お菓子止まらんけど、まあ筋トレとか運動は好きやもんで、なんかがたいやったらいいんやけど、ボクシングとかもやってるもんで、そういう重りみたいな筋トレ用グッズはやたら家にある。重りつけてレジンとかのさ、下手くそなのができそう。フォームローラー一回やめるともう一度始めた時死ぬほど痛いので、絶対続けた方がいいですよって。なんでだろう。一回やめると何が起きるんだろう、筋肉に。怖い。頑張って続けよう。怖い。エコノミー症候群？そんなんあれやんな。座りっぱなしやとなるやつやんな。それ怖いで。1ヶ月じゃない、1週間じゃない。1時間に1回ぐらい立ち上がるようにはしとんねんけどな。空気椅子でレジン作る。でさ、土曜日に私、長女の運動会があって、運動会に行ってきたんやけど、土曜日ね、腰痛と、その腰痛とお尻の辺、私は腰血って呼んどんねんけど、腰血ゾーンは、どこに入れればいいこれ。どこ入れようか、とりあえず。入れながら喋るで。こうやって。腰血、やっぱ入れやすいじゃん、スティックくん。やっぱもう、出ちゃうけど。入れやすくはあるな。あれより入れやすいわ、T ピンより。ただ、下の方に気泡ができるんだよな。喋るで、運動会見とったでな、その日、ほとんど立っとったねん。運動会の後も出かけとったもんね。そしたら、その日痛くなかったわけ、あんまり寝る前に。だから結局やっぱ座りっぱなしが良くないんだなっていう結論になって。ってなると、やっぱり、立ちレジン？立ったままレジンとか、ワンチャンあるんちゃうんかなみたいな。この今、座ってやっとる椅子の横にもう一個高めのテーブル置いといて、立ちレジンをたまに挟むみたいな。なんかもう、下の気泡を出すと上に浮いてきて、それがなんか他のとこに移動して、めちゃくちゃなってんねんけど。つぶ。下の方にある、これ今お腹んとこさ、透明レジンやもんで見えるねんけど、下の方に気泡が
入っとんのがよく見えるわ。あ、できた。できて、これをシュッと拭きたい。シュッと。うわ。どうだ？もしかしてシリコンスティックのおかげで大変やけどなんとか いけるかもしれんで。どうやろう。これ名前ついてない。どうしよう。補充に対抗してなんか舗装とかにする？名前これ。つける名前。でも補充がジェラシー感じそうだな。名前までもらいやがってこいつみたいな。補充がちょっとジェラシー感じるかもしんない。名前までつけちゃったら。エリカニックスって子供に人気のやつやんな。お笑い芸人みたいな二人組が踊ってる。キックボクシングストレス発散になるって言ってた。まさにキックボクシングジムに通ってるんだよな。夫っていうんかな、旦那っていうんかな。ごめん、なんか言い方わからんねんけど、スレッズで流れてきたねん。自分の夫のことを旦那っていう人気持ち悪いみたいなスレッズで流れてきて、なんて言えばいいかわからんなって今日頑張って夫って言おうとしてるけど、普段旦那って言ってるかどうしたらいいかわからんなってる。スレッズでなんか流れてきたで。夫っていうのが正しいっぽいで、自分の配偶者のこと。なんかそういう日本語が決まっとるらしいねんけど、私分からずに使っとって今気をつけてみようと思ったらよう分からんなってきたわ。よし、続いてここの点々に入れてみよう。頑張れ。ほじこほじこ女の子やったらほじおも許すんじゃない？同性やとね、ライバル視するかもしれんけど。ほじこ。てかなんか、ナスも名前決めようと思って結局決めれてない。あれ、ナスどこ行った？ナスいなくない？最近。オフ会で展示して展示したっけ？ナスどっか行ったな、今思ったけど。名前決めようと思って決めれてないやつとかおるやんな。でさ、ここも下の方にさ、記号入っとるねん、絶対。分かって、一回もう全部入れちゃって、すべてのとこに入れてから抜こっか。時間経った方が浮いてくるからさ、記号って。とりあえずもう、全部入れよう、とりあえず。穴という穴に、これを。ちょこちょこ、こういう内職という気持ちで、あれ、どこにある穴？この辺なんか見えない。内職をやってる、今私は。時給50円ぐらいでこう、穴に入れる内職をしている。みんなが旦那の話してくれてる。そう、夫が正解って書いてあったねんけど、そのスレには。うちも旦那呼び？私も旦那って言ってる。旦那さんが気持ち悪いはよく、それは昔から見るよね。自分の子供をお子さんって言ってるのと一緒やで、旦那さんって自分の夫言うのはおかしいって。そういうのも見れねんけど、私は自由でいいと思うねんけどな、難しいで。私も夫って言うようにしてよ。そうだよね。夫が正解らしくてどうやら。でも旦那って言うよね。そういうのが流れてきてさ、日頃の会話やったら気にしんねんけど、一応、この配信しとるやん。そういうの気をつけなあかんのかなって思う時があって、そういうの見かけると気になって読んじゃうね。関西人は旦那という人が多い。最悪パートナーって言っとけばいい。でもそれも書かれとってん。パートナーとか、相方さんっていうのがおかしいって書かれとるやつもあって、正解を、ようわからんよね。多分ね、正解がない気がする。人によって受け取り方ちゃうからな。昔の意味の旦那様って言ってる人少ないのではって。確かに昔の旦那様って、昔の旦那様ってさ、本当の旦那様じゃないってことやんな。あれ違うかな汚いな。なんか、これ、汚いことになってるね。くまちゃんちゃんと後で綺麗にするんで頑張ってもらってね、このまま。時と場合によって言い方変わるかなってね。スレッズがなんかそういうやつ気になって開くとさ、もうそういうネガティブスレ
失礼。ネガティブ投稿しか流れてこんくなるで、あれ良くないよな、あんまり。そういう仕様だから。でもやっぱ気になるじゃん、そういう自分はダメかなって思うネタが流れてくると。そういうのばっか見ちゃうよ。ネットに毒されてる。市役所とかの資料には夫って書きますねって。どうやろ？俗柄のとこに書くやつかな？自分から見た俗柄みたいなとこに。子供のこと、長女とか書くやつやんな。たまに主人って言うけど、それもダメな感じなんですかねって分からへんね。私ね、例えば、仕事で企業の人とズームとかするときは、主人って言うねん。それで合っとるかは分からへん。正解は分からないって感じだよね。スレッズ仕様変わってほしいって。ねえ、もうちょっと、気になって見たから言うて全部それ流さんでもええよなって思う。最近はメルカリで詐欺られた投稿ばっか出てくる私のスレッズは気になって一回開いてしまったせいで、メルカリで詐欺られた人のやつばっか流れてくるで。発信する側だと難しいですねって。せやねんなぁ。難しいで、発信は。とっても気をつけているつもりではある。あんまり気をつけてないかな。あ、埋まった。あとどこある点線。リボンの周りもないけど、ここ埋めたらなんか変なことないせいけど大丈夫かなこれ。今汚い。当てた。一気に来すぎたね。入るっしょ、勝手に。リボンの周りも埋めていく。ちょっとめんどくさくなってきて、垂らす量が増えてきたで、なんかどんどん。後半面倒になってくる。てかさ、動いてムカつくからさ、グルコに固定しようか。グルコに行ってもらいましょう。ピチッと。グルコに移動しました。俗柄が違う読み方。やばい！そんな常識的なことを知らん。続き柄っていうの？俗柄じゃなくて続き柄らしい。やばい。頭のとこです。これも点線か。もう何も見えてへんで、私には何も見えていない。ワイフいいです。確かに。ほんまや、英語にしてもえばみんなわからへんもんな。ワイフって妻やんな。旦那のことなんて言えばいい？ダディ？違うな。英語で言ってもえばごちゃごちゃになるんじゃん。旦那からハニーと呼ばれてるっていいじゃん、ラブラブで。そんなんもいいよね。でも私、この YouTube がさ、YouTube 生活メインになりすぎて子供にたまにコマリンって呼ばれるで。娘たちにコマリンのなんとかどうたらこうたらってコマリン呼びされるねんけど。よかった。でも俗柄仲間いっぱいいてよかった。旦那はハスバンド。言いにくいな。もうマイハスとか言って略したろかな。マイハスはとか言って意味わかんない。俗柄でもいいっちゃいいんや。変換はされる？通じる？いやでもそういうさ、今までの人生40年間読み間違えとったやつ衝撃やな。この配信始めてから。俗柄って思ってた方がたくさんいてた。口に出して読む機会ないよね。市役所とかで書かされるだけだからね。なんか小汚いクマになって言っとるけど大丈夫か？小汚い大丈夫か？おひげがいっぱいある人みたいになってきた。大丈夫かな？とりあえず一回全部の溝に入れたろうと思っとんねん、今。で、これを溝に入れたねっつって拭き取った後にもう下の方に気泡があるのがわかると思うからね。またツンツコしたいと思ってる。言われるで、娘たちにコマリンって。人に言われてる。せやねんな。で、この隙間にちょいと、あとどこやろ？おててもか。クマが汚れていくだけの配信やねんけど。
ちゃんと可愛くなるといいね、こっから無事届くように。ここなんかやっぱミスっとる気がするな。埋まったらいかん場所やったんちゃうかな。違うかな。おもらしゾーンみたいのできてる。なんか星とか置いとけばいいかな、ここにボンって。そしたらおかしいよな。とにかくね、溝へゴー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 。泥棒クマ。このまま降下されたら大変なことになる。もうそういう感じで、溝に、もう表にね、はみ出したやつ、あとティッシュでバーって拭いたら全部全トレするんで、あんま気にせず、どこ。どっちかというと、下の方までしっかり液を一回落としとかなきゃいけないんだよね。レジンってね、一回も塗られてない場所にレジンが流れないんで、とにかく、なんやっけ、保ジコで、そこの方を一回でも触っとかなきゃダメって感じ。一回でも触ってなぞったり液を作っておけばそこにレジン落ちるようになるんでね。こんな感じだよね。頑張って、こうギュッと、ボコスカ埋めていきましょう。でもそれでも気泡入ってると思うよ。この辺とか今出てきとるねんけど。そういう感じで。全部入ってはいるよね。お口も入ってない気がする。どんどん薄汚れていくね。あとは足かな、ここにも入れまして、泥んこで遊んだクマちゃん。溢れた液をシリコンブラシでグイグイと押し込むといいって言ってくれると、この後やろっか、一回全部塗った後にね、グイグイ法やってみよう。そして拭いて、どうせ気泡出てるから、もう一回ちょんちょこする。で、なんとかならないでしょうか。今、違う、こっちの足にも線ある、ここに。もう一気に塗りすぎ。でも入ればいいか。ここもある線が。呼び方難しいよね。耳ね、白がいいかなって思って開けてる、ここの耳穴。白にしようと思って開けとるんやった。今書いてもらって思い出した。後でなんか忘れとるとこやった、このままやと。これ一回さ、多分、なぞり忘れないかな。一回全部、色、置いたつもりやねん。全然気泡すごくて入ってない場所もあるんやけど。鼻のとこも出てきてるし。小汚い雲完成。なぞり忘れがないかなと。一回見てみよう、みんなのコメント。くまちゃん大変なことあってみんな心配してくれてる。ドロンコ遊びしたらしいです。久しぶりにリアル配信間に合いましたって。ありがとう。待って、思い出した。セリアの話題で始まったで、セリア出しとくかも、ちょっとだけね。ありがとうね。来てくれる方も、お仕事中の方もありがとう。入れれてるよね、多分。ハロウィンエルコマちゃんかわいいって。ねえ、かわいくできてるかな。これも忘れかけて、去年のハロウィンのゆるこまいないんですかって言ってもらえて思い出したよね。ということで、皆さんこんにちは。YouTube 久しぶりですって来てくれる方もありがとうね。ライブってリアル忙しいと見れんよね。時間長いし。たまに見てもらえるだけでもとっても嬉しいですよ。おくまさん。汚いおくまさんになって。これね、ぐいぐいやるといいらしい。こうやって、うわー、もう力技。ぐりと、とりあえず入れれそうな液を全部水を流しして、わーい。力で知らしめる。力で知らしめるとこでな、気泡さんにはかなわんねんけどな。で、その後に一回吹いて、その後また一個一個の点線をチェックしていくっていう。いやでもね、ダイソーのティックのおかげで絶対前回より楽やで。T ピンより体感半分ぐらい細いで、めちゃくちゃ楽前回よりは。埋まってなくないかこれ。
全然楽だと思う。わー、うおー。もうこれも久しぶりすぎて、私がまさかこれ久しぶりに作ると思ってた人いないと思う、今日。存在忘れてたっていうか、葬られてた、あやみに。と思うんだよね。一回、ちょっと薄汚れになったね、泥んこから。で、これを、もう、ビャーってティッシュで拭きまして、やんでないよね、今日。わ勢いで、わーって吹いて、泥んこがちょっと、なんか取れたよねってなるんやけど、この後に点線に気泡入ってるのが見えてるもんで、そこも直したいよね。お手手の先にね、ついてるやつもちゃんと拭いて、やっぱお股んとこも折れてる、なんか白い液が。で、これで、ここの隙間に、ちょいちょいって入れて、頑張ってって、他のこまりっこさんもなんか頑張ってたわ、もしかしてね。今制作してる方も頑張ってね。これやってたらシリコンペンの先が取れたんだけど、ペーパーで拭くときとか、わかった。これかな。この先取れる報告はよく聞くで。なんか取れちゃうっぽいで。100均のやつが取れるっぽいね。100均のじゃなくても取れちゃうかな。とにかく気泡がある場所にもう一回だけ、こうブシって入れて、なんか、目が疲れてきてる。気泡がさ、入ってる点線ね、違和感があるんだよね、なんか。途切れてるというか。他の線となんか違う感じすんねん。でそこに、ブシッと入れて、うまくいったって思って硬化すると出てきとったりすんねんな。ここがやっぱりおかしいや。ごちゃごちゃしちゃったな。この辺も絶対下の方に入ってそうなんだけどな。許されるかな、このままで。このまま行っても。ここも入ってるでしょ。みんなにきっと拡大しても見えないよね。ちょい。これで、目も怪しい。もう一回塗っとこう。これで埋まったんじゃないかなって思っとんねんけどな。あとは、爪楊枝のやつで拭こうかな。ここも怪しいな。入ってない気する。今ね、ここにもある。でも、できれば放置しちゃった方が、いやでも放置しても浮いてこないからな、隙間とか狭いとこの気泡って。あんま意味ない気するわ、放置は。ここがさっきからおかしいんだよな。気泡穴も開いちゃってるかな、もしかしてここの変なとこに。全然見えんかもしれんけど、みんな、目がってなってる。ステッチのとこにもここに1個気泡あるね。そのせいでステッチおかしなってる。木に埋めるべきやったけども、そこまではもう気回らんかったな、さすがに。いやー、どうかな。ここにも気泡浮いてるじゃん。今できたつもり。っていうか、このリボンの角とかもちっちゃい気泡ある。それはもう許してもらおう。でね、これを、ティッシュで拭くとな。いや、ティッシュでいっか。もう一回ティッシュでいけるかな。シュッと。これを繰り返す感じやった気すんねんけど。埋める服を。どっ
ったかな。今すごい綺麗に見えへん？言うほど綺麗じゃないかもしれんけど、今なんか綺麗な気するねんけど、どうやろう。角度がおかしい。いや、ここがおかしいな、ここ。ここが、ちゃんと入ったら、他は大丈夫かな。できてる気がする。でね、硬化しようと思う。ちなみにこの後も大変だからね、これをぷっくりさせようとしたときに、この溝タッチからまた気泡が出るんだよね。ここ怪しい。ああ、やっぱでかい気泡入ってて、色入ってなかった全然。硬化するとね、硬化順出てくんねん、気泡が。わあ、そういうとこ他にもありそうなんだよな。とりあえず一回やってみるね。あ、みんなが耳気にしてくれてるから入れようか。白入れようと思っとんねんけど、さっきから何回もコメントが来てるのが見えるので今入れとこう。ちょっと。吹いても大丈夫、大丈夫。溝がだいぶ深いんでね。あ、でもそういう意味では溝深にしたのは正解なのかな。それにしてももうちょっと浅くてもよかった気するねんけどな。あ、ついちゃった変なとこに。白直入れ、直白入れ。いい。これでね、効果をついにしちゃおうかなと思っておりますよ。果たしてどうなるでしょうかと。あ、あ、ここもちょっとはみ出してる。右手の縫い目塗り忘れてる。どこやろう。これ？これ？違うかな。ほんまや、あるある、ここにも線が。こんなわかりにくい場所に。素晴らしい。視聴者さんチェックすごいね。入ったかな、これで。どう？あ、よかった、そうそうって言ってる。みんなが気づいて大騒ぎしてくれてた。ありがとう。大事だよね。それ大丈夫だよね、もうね。よかったよね。危なかったね。こんだけ頑張って1個塗り忘れみたいな。これでさ、一回硬化してみるんやけどね、硬化した後に多分下の気泡が浮いてきたりして、ってなると思うねんけど、そっからまだ修正は可能な気がする。一回硬化してみようか、とりあえず。皆さん見守ってくださった方もお疲れ様です。一度硬化してみましょう。でし。ね、気づいてよかったよね。多分、前のライブでも塗り忘れた気すんねんけどさ、こ気のせいかな。右足のとこはみ出てる。そう、液がはみ出てるやつでやってるかな、この白いやつ。下の方のね。これは最初の白流した時にはみ出したっぽいって思ってる。コマリンさん、おすすめのモールドありますかって。何のおすすめやろ？初心者におすすめか、なんか私的に可愛いって思っとるやつか、そしてどこのモールドかなっていう、セリアで買うやつか、ダイソーかネットか、を指定してくれたら、いっぱいございます。おすすめは、たくさんありますよ。ちなみに今日やってるやつ、誰にも勧めたくない、ほんまは。誰にもおすすめできない。大変。どうかなぁ。見た目できてるんじゃない？なんかできとるで多分。まあここが怪しいか、ここの色入り具合。いや、できてるよな。いや、一箇所怪しいとこあるわ。ほんとね、足の
ここが入ってない気する。入ってないっていうか、気泡が浮いてきて色消えてる気がする、ここ。うん、多分ないね、ここ。ちなみにこの後表面ぷっくりしようと思うんだけど、今塗った点線たちね、全部微妙にへこんでるもんで、そっから、もう気泡が山ほどボワーって出てくるんで、薄塗りとかしなきゃいけない。そんな気がする。あとここも気泡出てきてる。ここも出てる。もう埋めれないな。気泡が入ってる状態で硬化してるから。埋めれんな。画鋲でぶっ刺して無理やり気泡に色入れるとかできそうやけど、なんかもう、バレんと思うで行くわ、このまま。届く方に。なんか微妙に気泡入っとんのバレんと思う。確かに。仕事頑張りますって。ありがとね、お仕事中に見てくれる方も。頑張ってきてね。月曜日やで大変やで。くまちゃんのやつでね、これ。私が一番作ってるクマはこれだと思う。セリアのこのクマちゃん。これはマジで大きさも、顔も可愛いんだよね。結構私顔重視するんだけど、顔バランスもいいし、これは一番いいと思う。好き。サビキンたち。ここにいる。サビキンたちも、これで作ってるね。これが一番好き。クマの中では。今ね、ドスコイクマ増やしたくてね、クマちゃん増やしとんねん、最近。あまりカラーを流して、増やしてるクマを。同じような色のばっかなってるけど。これが一番可愛いと思う。できたね。イエーイ。ほんで、サイドコーティングね、いらないね、うまくできてるから。でも足んとこ微妙やな。やるか、サイドコーティング。ツルピカにしてあげようかな。せっかくだから。時間もまあ余ってる。でも今日もお菓子食べたいんだよな、一応な。サイドコーティングしようかと思う。サイドコーティングして、ぷっくりして、最後に、磁石が切らしてるや。磁石また Amazon で明日届くように頼んどいてね。プレゼント届く方に間に合うように。裏面加工は後日やろうと思う。とりあえずサイドコーティングからしてみるね。お仕事頑張ってくださいって。このクマちゃんバランスいいよね。さっき紹介したこれ。大きさもいいしさ、使いやすいし。結構私ね、大きさ重視するんだよね。レジン液使いすぎないとか、やっぱ大きくなればなるほどむずくなるやん、レジンってね。この大きさはね、バランスがいいんだよね。ちっちゃすぎても難しかったりするねんけど。ってことで、サイドコーティングもしておきましょう。どっからやろう？この狭いとこむずいなぁ。ふっとか言って無理やりふっとか入れて。このお顔とお手手で一回分けよう。お顔、お手手ゾーンのサイドコーティングをして、ここが溜まりやすいと見たから気をつけよう。塗り塗りしていきましょう。で、こっちも塗っておくと。ぷっくりはする前に薄塗り効果一回挟めば多分出にくくはなるよね。コーティング薄塗りの方がいい気がするな。なんか久しぶりすぎて覚えてないねんけど、とりあえず思いついた方法でやってみるね。上も塗り塗り。そして顔周り塗れまして、ここに液溜まるんで最後にピュッ
シュってやってから硬化する。ここも怪しいか。ここは大丈夫か。こうビシッってやってから硬化する。ここも怪しい。ビシッからの硬化。これから病院行ってきますって方も、いってらっしゃい。気をつけてね。今日はジメジメするから、気をつけて。っていうか最近、あれだね。朝晩の温度差みたいなひどくなってきたから気をつけたいよね。こういう時期って風邪とか流行るじゃんね。よし。で、次に、もう残り1機いけるか。こんだけいけるな。薄っぺらいからね、割といけちゃうね。残りの、ここもやっておく。ちょっとここだけ塗り始めだけ、開けとこう。数ミリ。垂れてきそうだから。塗りしまして。あ、でもなんとか、前回より苦労してないと思う。やっぱ、あれのおかげで、コジコかっこ仮のおかげでね、あんま苦労しんかったね。でも色も秋っぽく可愛くできたね。ほんま布入れたかってんけどな、お腹んとこに。久しぶりでやり方忘れてた、残念ながら。これでいいのではないでしょうかと。で、硬化します。そう、さっきみたいな、形が V みたいになってる場所って、もうめっちゃ液垂れやすいんで、硬化の直前ぐらいにそこに溜まってるビシッてやるといいよね。朝寒かった。朝夜涼しくていい感じじゃない最近ね。日中になると、今入れてるクーラー、除湿か。ジメジメすごすぎて入れたって感じやったな。前回より穏やか。多分そうだよね。前回、めちゃくちゃ、怒りすぎて恥ずかしくてアーカイブ見てないもんね、前回のライブ。後半、魂抜けてる人みたいになってた記憶あるねんけど。見てなかったんやけど、今日大丈夫な気がする。どうかな。でもやっぱ大変だよ。おすすめはできない。ただ見た目可愛いよね、やっぱり。完成した見た目がね。もうジメジメ仲間の方もいてる。まだまだ夏っぽいんじゃないけど、なんやろうな、ジメジメすごいよな。名前どうする？名前。ホジリーヌ。ちなみにこれはほじくりほじおって言うんだよね、本名は。ほじおってみんな呼んでるけどね、こっちは。爪楊枝と T ピンをとにかく合体させたら、ほじおっていうものが完成するねんけど、これは、ほじくりほじおっていう名前をこのチャット欄で決めてついてる。で、こっちの名前がまだ決めてない。で、多分女っぽい名前の方が、ほじおが、ほじおがライバル視とかしんでいいと思う。女性風の名前にした方が。トラブルが起きにくいと思う。なんならカップル扱いされて、ほじおも喜ぶかもしんない。ワイに彼女が、とか言って。こっからね、どうしようかな。薄塗り。コーティング剤でやるや。あと、ペンにしよう、ペン。ペンじゃない。筆にしよう。筆タイプでやろう。多分筆の方が細いとこまでいけるから。これね、薄塗り、ぷっくりさせる前に、もう薄塗り効果一回挟みたくて。前回なんて清原でやった記憶あるわ、ここ。サラサラタイプの方が空気抜けるとか言って。清原今、ケースがないから出すのめんどくさいねんな。とにかく薄塗りをしてみましょう、一回すべてに。謎のホコリあったな、今。薄塗りをしまして。薄塗りすると濡れてない場所が出てくる。
大丈夫か。気泡が見えてただけだった。溝に入った。とにかく薄塗りをしまして、で待っとくと気泡浮いてくるんで、溝から。めっちゃ浮いてくるやん。これを取んなきゃね、話になんないよね。ぷっくりさせるには。一回全体に塗ったので、軽く放置して気泡を出してみよう。アップにした方が見えるかな。細川ほじこ細川いいな。まあ、ほじくりほじおんに対抗して細川ほじこいいな。ほじ枝ほじこ語呂がいい。でもね、ほじくりほじはマジ語呂が良すぎて即採用になったんだよね。細川細子細川ほじこ。あ、そっか。ほじこ。成功。赤ちゃんが室温27度超えると頭が汗びっしょりになるからまだクーラーつけてるって。だよねんな。お子さんっていうか赤ちゃんって頭すごい熱いよね。ずっとゴロンの時期の子とか頭の下すぐ汗だくになるよな。今まだつけなきゃ無理な気がする。ホジオの方が尻に敷かれてそう。敷かれてそう。っていうかね、まあマネもそうやねんけど、やっぱ女キャラが強いねん、コマリンレジンは。女キャラのが強い傾向にある。コマリンレジンは女性視聴者さんが多いから、女社会ができてるのかもしれんけど、わからんけど、女キャラの方が強いやたら。で、どうかな。今ね、気泡がもう結構溝のとこに気泡あるやつ多いんで、今頑張って出してる。シュッシュッシュッ、シュッシュッシュッと。これを一回挟んでおくことで多分ぷっくりした時に大丈夫じゃないかなと思ってる。にしてもちょっと汚いなぁ。完璧なのはもっと黙って作んないと無理そう。なんかちっちゃいポコ穴もできちゃってるしね、何箇所か。どうでしょう。ここもあるし。ここにもある。ここも結構あるな。リボンの周り。細かいね、気泡がすごい。多分見えてないな、みんなには。このカメラの画質の限界というか、細かい泡袋がいっぱいあるねん、このリボンの周りに。これを頑張って取りましょう。溝ほじこ。峰不二子みたい。峰ほじこもいる。ちょっとさ、一気に大人な女性感出るよね、峰がつくと。峰ほじこいいな、語呂が。てか、覚えやすい。ありかもしんない。溝ほじこもいいんだけどね。人が聞いたときに、パッとイメージできるじゃん。峰がついてると、峰不二子の方。そういう意味で強いかもしんないよね。ここにもいっぱいある。で、これね、硬化しようかと思う、そろそろ。だいぶ取れたんで。でも、この口の周りにちっちゃい気泡が結構できちゃったな、ボコ穴というか。リボンの辺取っても後から出てくるな、細かいの。それ気にしてたら永遠に時間かかるんでね。これね、一回硬化しようかなと思いますよ。オジリーナか。オジリーナね、可愛いねんけど、私は多分覚えれんねん。5文字やで。これ記憶力ないやん、私。ライトが、アホライトいない。どこ行ったやろ。後ろの方に落ちてる。3文字、下の名前3文字以内じゃないと、記憶力ないで覚えれへんで、多分。気泡トリーナっていいな。別のものに使いたい。
こちら雨で22度しかなく肌寒いですって。22度だいぶ涼しいっていうか寒いんかな、もしかして。ちょっと寒いぐらいだよね。うん。喋って作んないと。喋りながらこれだけのクオリティの作品が作れるだけですごいって言ってもらえて嬉しい。結構頑張ったつもりでした。いまいちね、どっちも集中できんかった気する。みんな名前考えてくれてありがとう。隙間梅子ちゃん。細溝ほじこちゃん。みねほじこ。溝堀ほじこ。いい名前がいっぱいあってむずいよね。そうやね。ホジリーヌってさ、最初の方に決めようとした時に私気に入っとったんか。でも多分それを覚えてないってことはやっぱ5文字はダメなんかもしれん。で、最後にね、ぷっくりしようと思いますが、ここが多分、この辺に漏れそうなゾーンがあるんで、高粘土でやろうかなと思いますよ。最初の配信で気に入ってはいたものの、今覚えてないってことはやっぱ5文字はダメっぽい気がする。ほじくりほじおマジでよかったんだよな。最初に誰かがほじおって考えてくれた後に、名字を考えようってなった時に、ほじくりがマジでしっくりきた記憶があって、今しっくり感だけで言うと、ミネほじこが結構来てるよね。で、忘れんようにやっぱメモしなきゃダメだね。一応ね、このあたりのキャラクターもあんねん。フルネームついてるやつおんねん、このあたりのキャラクター。だってね。まず、これが、小川マロ。まあ、名付けてくれた方は、この顔がちいかわをトレースした顔やもんで、ちいかわをイメージして、小川って漢字で書いてちいかわって読むっていう風に提案してくださったんやけど、私、小川の方がしっくりきすぎて、小川マロになったんだよね。で、この辺も、黒川サビクマと、茶山側近。で、名字を合わせるとクロッチャになるみたいな。クロッチャが完成するみたいな。そういう感じで考えてくださったやつがある。マネは、マネージャーを略してマネって呼んどんねんけど、マネはマネだよね。で、このパンクマはね、本名はセンシティブオパンツクマ言いにく。本名はセンシティブオパンチュクマなんだよね、この子。ちっちゃくて見えないね、今。溝にいるから。でも長すぎるからパンクマって呼んでるねんけど、本名はセンシティブオパンチュクマちゃん。マネはずっとマネだね。で、やってる間に高粘土が広がっているので塗っていきましょう。初リアタイ来てくださった方がいてるかな？初リアタイ間に合ったって言ってくれてる。ありがとうございます。制作に超絶役立っておりますって嬉しい。制作のお供に見てくださってるんかな？ありがとうございます。はかどれ。そう、小川はね、ちいかわっていうサブネームみたいのもある。顔がね、ちいかわの人形をパクって描いたんだよね、社長の顔。耳のとこ薄塗りしてなくなかった？私したかな？全体に塗ったか。とりあえずぷっくりしてこっか、これ。斜めから見た方が見やすいんじゃない？みんなこうやって。でもさ、斜めから見るとさ、溝の影みたいのでぼやっと見えるね。この前の現象だ。プーさんのやつの現象が起きてる。だからといって最初にクリア流すのは難しすぎるような、今日の細さだと。これぷっくりさして、で、今マグネットの金具がないもんで、アマプラで買って明日完成させてね、当たった方にお届けさせていただこうかと思いますよ、これね。雑な場所もありますが、よかったら冷蔵庫とかにペタッとして使ってみてね。全部塗れたかな。やっぱ気泡浮いてくるね。溝から薄塗り効果で予防はしたものの、結構浮いてくるね。でも可愛いんじゃないかな。耳黒の方が良かったかもしんない。バランス的に。耳の穴。この
他の線と同じ色の方が可愛かったかもって今思ってる。いや、結構浮いてくるな、プツプツ。ちょっと、また放置しよう、軽く。てか、なんなら放置してお菓子食べてもいいレベル。んで、ピャーって読ませていただくと、そう、パンクマはね、長いんだよ、本名が。パンクマが完成した配信をね、見てもらったらわかんねんけど。てか、パンクマを見てもらったらわかんねんけど、まあ、バンダナをつけたくて作ったんだよね、これ。あ、やばい、触っちゃった。くまちゃんに触っちゃった。バンダナをね、失敗した顔のクマに、バンダナをつけようってなって海賊みたいになってて。で、バンダナ頑張って描いたねんけど、なんか上から見たら、こうパンツになっちゃったわけ。パンツ被ってるクマみたいな。なもんで、あんまり配信やとね、センシティブだねっていうことで、センシティブおパンチクマっていう名前になった。そういういきさつがあったりする。だからこっちから見るとちょっと、被ってる感が出てる。でもバンダナやで、ほんまはこれ。大丈夫。バンダナやでね、困りっ子キッズも安心してみてほしい。そやねんな。そういう歴史があったりする。マグネットはね、接着剤でくっつけるね。マグネットって光通らないから。マグネットペターンってした後に、周りを塗るって感じ。レジンで。マグネットの周り。レジンで塗りはする。その方が強度上がるからね。そういう感じで仕上げる。仕上げてお届けするのではないかなと思いますね。やっぱり、ちょっと話してるだけで気泡浮いてるからもうちょっと置いた方がいいな。この辺とか。浮いてくるな。そろそろ仕事戻りますって、たくさん戻っていくで。頑張ってね。お疲れ様です。ね、パンツにしか見えなくなるでしょ、そんな話聞くと。ナスの名前さ、ゆるさナスが一番多かったよね、やっぱり。ただね、オフ会の時に展示した額縁の中にまだ入ってるゆるさナス。で、もうその額縁がキャリーバッグの中に入ってって出すのめんどくさいからなかなか出てこないかもしんない。そんな感じ。どうしよう。一応硬化させたいけど。でもまだ出てくるな、細かいやつ。相当待ってもいいぐらいだね。お菓子食べる？先に。マジで出てくるで。相当この段差にいるね、気泡が。いや、でも硬化はしたいね、もう。きっとね、完成を。でも、これ完成図は見せれてるんか、この時点で。硬化してへんけどな。金具付けとかがないもんな。でも、キーホルダーにしても可愛くないか、これ、やっぱり。あれ、キーホルダーの方がいいかな、上にヒートを開けて。キーホルダーの方が可愛く見える気がしてきてんけど。マグネットよりキーホルダーの方がいいかなって今思ってる。よし、いいかな、こんなもんで。妥協オブ妥協で硬化しようと思います。で、ぷっくりなんで、垂れやすくなっちゃうんでね、ワットが強いと。さっきから登場してる上下ライトのこの真ん中の仕切り取って、一番下でやると、だいぶ垂れにくいということをいつも言ってますね、という感じです。初コメさんが来てくれたかな？こんにちは。最近レジンを始めた初見ですって。ありがとう、初コメ。最近始めたとこなんや。ようこそレジンの沼へ。という感じだよね。ありがとうございます。みんなお菓子食べようって言いまくってるじゃん、お菓子。こまりさんの発信は知識と経験のマニアックな部分をたくさん教えていただけるし、何より可愛らしい美女と声から毒舌がたまに聞けるのがって言ってもらえてる。ありがとうございます。ベタ褒めで嬉しい。
毒舌出てるんかな、たまにね。毒舌ってより私、素の性格がすごい雑やねん、でたらめで。すごい性格がね、大雑把というか、このあたりがたまに出ちゃうよね、隠そうと頑張っておんねんけど。そういう感じやと思う。まあでも褒めてもらえてよかった。こまりさんのたこ焼きくまをこまりから手に入れたので、頑張って作ってみますって。くまちゃんはさ、たこ焼き、それもね、額縁の中におるわ。あれも可愛かったよね。また作りたいな。そう、やんこまったまん出てくる。あっちが素やねん、多分。口があんま良くない、私は。いろんなところ渡り鳥しながら生きてきたけど、あんま口が良くないねん、ほんまは。それを隠しつつ配信してるけど、たまに出てきよるよな。お菓子食べよっかな。待ってね、もういっか。この後しっかり固めるだけってか、見た目変わんないから。一回して、こんな感じに仕上がってやってるの、お見せしますね。じゃじゃーん。ということで今日は、このプレートが出たよという話からね、セリアのプレートつながりで、かなり久しぶりにこのプレートくまちゃんをリベンジしてみました。前回作った時しんどすぎて、なんか後半、おかしなっとったねん、私。それがね、今回このような、ミネホジコでいいかな、もう。ミネホジコというアイテムを手に入れまして、ホジオのポジションを奪いつつあるけど、ホジオの彼女ってことで許してもらおうか。ね。これはね、100均のボンドコーナーに売ってるんで、チェックしてみてね。これを使ったらかなり楽になったのではないかなという感じでしたね。そっか。私の声質のおかげでやんこまになっても怖くないですって。せやろ？迫力が出せんねんな、いまいち。ということで、完成をお見せしたところで、おやつタイムに参ろうかと思います。ちょうど2時になってたね。これはね、この後、マグネットにしようかな思ったけどさ、ここにヒートンさすの、王冠のチャームとかつけて、キーホルダーにして届くかもしんない、これ。で、裏もぷっくりしてね。楽しみにしててください。よし。で、これは一回どきまして、もうこれも大丈夫かな。一回モールドの画像も消させてもらいまして、お菓子を出したいと思います。今回もまだ広島オフでいただいたお菓子たちが、もうほんと残りちょっとになっちゃったな。すごい食欲の秋なもんでね、夜中とかに食べちゃって、深夜3時とかにお菓子を。そのせいでね、すごい減っちゃってるねんけど。ミネホジコでいいかな。ミネホジコ覚えやすいから一回それでね。でも、ほんと、いい名前がたくさん出てきて難しかってんけど、ありがとうございます。王冠ね。私ね、もう、パンドラハーツみたいな名前のとこで、先行買いしたで、一番安かったで。フリマアプリに売っとるやつとか高いんだよね。先行買いしたで、これ。どこやっけ？パンダ、中国サイトね、中国サイト。名前忘れちった。てかなんなら、でもな、私がメルカリに出したところで今配送料高くなったから安く出せないだろうな。とにかく中国で先行買いしたって感じやな。そして、お菓子が登場。ドッカーンじゃーん。見てー、かわいい。かわいいカンカン。大きすぎて映りきらない。これね、早く食べて作品入れにしたいんだよね。大きなカンカンが登場しました。こちらのカンカンは、なんか書いてあるねんけどな。なんやろうな。ラトリニタイネ。トリニタイネ。なんかお城みたいなマークもあってかわいいね。そんな感じのカンカンなんですが、なんとね、この中身が、ボリュームの、もう、クッキードドーンっていっぱい入ってるんでね、一番こっちの方ちょっとだいぶ減っちゃったんだよ、中に食べてたから。こんな
の、まさかの、しかもこれね、最近のやつって、量が少ないとかあるやん。袋の中に。違って、こう並んでる下にもクッキーが入ってて、とにかく、もう量をぎゅうぎゅうに詰めてあるクッキーが。これ並んでるさらに下に2段ぐらいあんねん、クッキーが。クッキーだらけ。なんだけど、このクッキーがすごい美味しくてさ、ザクザクのザクで、なんやろうな。なんて説明したらいいねんけど、美味しいねん。スーパーのやつとか全然ちゃう感じ。とりあえず食べてみるね。そう、今だけ珍しいよ。ぎゅうぎゅうに入れてくれてんの。今ってパケサギとかばっかじゃん。で、薄さがね、違ってて全部。全部じゃないか。一番こっちのやつはこんな感じでもうめっちゃ分厚い。分厚いやつ。で、食べ応え十分。ちょっと深夜に食べ過ぎちゃった枕元に置いといたせいで。でこちらをいただきます。そう、ザクザクのザクがパンつくパンって感じ。見てわかる通り、こんな感じでザクザクのザクが伝わるよね、断面図から。甘みもいいし。とにかく私はね、量が必要だから、アホみたいにお菓子食べるから。ありがたいよね、こんだけ入れてくれてると。で、早く食べて、作品を入れたい、この中に。すごい作品入れに良さそうでしょ、これ。なんなら台紙に入れた状態で収納いけるからね、この深さなら。この箱が可愛い、なんと言っても。これがたまらない。箱だけでも欲しい。そんな感じでね、ザクザクのザクなクッキーがたくさん入ってて、ありがたいカンカンでした。みんなのなんかおやつ、ちょっとおやつタイムには早いか、まだ2時やで。一日中お菓子食べてるで。そして、次がね、広島オフじゃないねんけど、先週夜中に、さっき話しとった旦那が夜中にお菓子食べたくなって止まらんくて悩んどるって言ったねんけど、夜中にお菓子食べたくなったらしくて、ついてってドンキ行ったんだよね。ドンキホーテね。ドンキーのやつね。ドンキホーテに行ったらさ、美味しそうなお菓子がいっぱいあってさ、我慢できずにいっぱい買ってきちゃったんだけど、待ってね。あれこの部屋にあるのは今、全部ない気がする、この部屋に。下の部屋にある気がする。これも。いっぱいね、ドンキホーテブランドみたいな、ドって書いてあるやつが、たくさんあって、とりあえず2個でした、今日。とにかく、でかくて映んない。こんな、ちょっと、情報量が多い。最後まで美味しい香る焼き芋せん。ドンキで大人気の焼き芋とふわせんが禁断のコラボ。じっくり熟成された焼き芋の味わいを、なんて読めんけど、老舗じゃないこれ。老舗、ベーカーメーカーとドンキの情熱で再現。焼き芋の濃厚な香りと甘酸っぱさが最高に美味しいやつらしい。ドンキの焼き芋は1022万本売れてるらしい。入り口にあるやつやんな、レジの横とかに。そう、でっかい。多分、言うても中身この辺まであるかな、ちゃんと。食べてみたい。とにかくね、多分、最近ドンキホーテってドってついてるやつが、破れんやんけ。ドってついてるやつが、力が入ってるっぽくて、そこをね、重点的にチェックしてきたよね。せんべいか。やばい、チップスやと思ったらせんべいや。今気づいた。せんべいじゃないこれ。私ポテチみたいなやつかなって思って。わ、すごい。こんなんなってる。ふわせんみたいなやつ。
おーおーおー、こんなんなってる。こちらいただいてみます。あれの真似だ。あ、でもちょっと味ちゃうな。似てるな、あれに。ねっけ。私がオフ会で3袋もらったやつ。こまりこさんがみんな買ってきてくださったやつ。ねだっけ。ふんわりじゃない。さつまいものやつね。名前が出てこないね。お札スナックと似てる、すごい。そう。お札スナックにすんごい似てる。似てるけど、それよりでっかくて、あとちょっと塩味つけてある、塩味。お札スナックを大きくして塩味つけたみたいやで。で、色違うみたいな。ほんまにそんな感じ。だいぶ似てる。やばいね。食べ応えありすぎてのに、一袋一瞬でいけるね。これはやばいね。みんな、さすがみんな知ってたお札スナックだね。秋になると販売される。すごい似てる。でかくして塩味つけて色変えてる。で、量が多いからいいね。いくらやったかな？結構安かった気するねんけど。で、あとこっちが本気ね、もっと。これはやばいと思う。味の種類がね、5種類ぐらいあった気する、これ。昨今の値上げ&原料ラッシュで悲しみの淵に沈む善良なポテトチップス好きのために一肌脱ぎました。強力香料に通い詰め、価格ボリュームともに満足いく品を開発。爽やかな酸味がポテトと絡まり、食べ出したら止まらないサワークリーム。これ、私たちのことじゃないの？昨今の値上げ&原料ラッシュに悲しみの淵に沈む人たち、私たちのことじゃん、これ。のためにね、作ってくださったらしくて、ずっとピンと合ってないじゃん。これも結構安かった気する。ね、プリングルスの、まあ、そういう系のやつだよね。で、いろんな味があってんけど、塩味とか、チーズ味とか、私はね、サワークリームを食べたい気分だったので買ってまいりました。お仕事行ってきますって方もありがとうございます。頑張ってきてね。そう、情報量っていうか、文字がやたら多いねん、同シリーズ。他にもいっぱい買ってんけどな、下の部屋にあるで全部食べられたかも。最近病的な旦那に。ペロリーンとして。うわおー、ちゃんと入ってる。こちらをね、いただきたいと思います。久しぶりだな、サワークリーム味食べるの。うまい。プリングルスとの違いがわからんな。おいしい。みんなお仕事行ってきますの方も、打ち合わせ行ってきますって。頑張ってね、ありがとうね。そして作業しながらの方もありがとう。サワークリームたまにしか食べんねんけど美味しいよな。確かに、さ、筒もう一回りちっちゃくてもいけたよね、これ。ちょっとも持ってるよな。ほんまや。もう一回り、プリングルスよりでっかいなって思ったけど、筒がでかいだけ。でもプリングルスよりも大きいんかな、これは。結構大きい気もする。ね、プリングルスほんと高くなったよね。昔もっと安かったのに。皆様こんにちはって。石川大雨。また。きついね。この前も洪水とかなっちゃってたのに、また大雨降ってるんや。いや、気をつけてお過ごしくださいね、本当に。なんかひどいね。石川がずっと
ずっとそういう被害があって悲しいね。大丈夫かな。普通のサラクリームオリオンって感じやけど、美味しいし、価格を覚えとったらよかったねんけどな。安いなって思いながら買った記憶があるで。プリングルスとか、その、対抗してるとこより安いと思う。そんな感じですね。なんか変なとこに板がある。まだまだあるねんけど、食べ物。いいかな、もうちょっと行っても。食べてばっか。これ食べたいかも。これは広島府でいただいた。読めない。コーヒー飲もう。ねえ、もう、気になるよね、石川。テレビでもなかなかやってくれないしさ。被害を復興進んでるんかなとか気になっとんねんけど。こちらはね、生菓子らしい。待って。賞味期限が今日だった。危ない。今気づいた。危ない。他のやつ大丈夫かな。他のは大丈夫だ。危ない、このあたり。これあさっての配信に食べようかな、10月9のやつ。これ今日までだって危なかった。広島の美味しいやつで、東洋花って読みますよ。東洋花だそうです。こちらいただきますね。気づいてよかった。まだ全然お腹空いてる。なんかすごい。美味しそう。何かのマークがあるね。何かが入ってるかな、多分。こちらかじってみようと思いますよ。いただきます。ね、パッケージがまず、そっか、このマークだ、きっと。パッケージからして高級感あるもんね。山田屋さんのやついただきます。もっちもちだ。美味しい。すごい。私のね、大好物に、岐阜の鮎菓子ってのがあんねんけど、その生地と同じタイプでもっちもちで鮎菓子を思い出す。ちょっと形は全然違うねんけど食感が似てる。コーヒーブラックなんて飲んだらね、私気絶するよ。ミルクないと無理。なんかね、カフェインに弱いんだけど、ブラック飲むとさらにきつく出るみたいで、頭痛とか胃痛が止まんなくなっちゃう。ブラックコーヒー飲むと体質っぽいよ、そういう。もっちもち、美味しい。中こし、粒あんか。粒こしあんかな。この皮の部分がすでにもちもちでめっちゃ美味しい。マリさん苦手なお菓子。あれだけダメやったで、今までの食レポ配信で。トリュフのやつ。ファミマに売ってたトリュフチップスみたいなやつ、あれだけ臭くて無理やった。それ以外全部美味しい。若鮎みたいな感じなのかしらって。鮎菓子ってね、多分全国各地に岐阜以外も売ってるかなって思うねんけど。本当にお餅みたい。ここに餅入っとんかな、もしかして違うかな。気になるねんけど。生地餅でくるんで表面焼いたみたいな気がするんだけど、違うかな。どら焼き食べたいってなるよね。私はね、あんバター生クリームどら焼きみたいのが大好き。たまにファミマにある。つぶあんですって。ありがとうございます。めっちゃ美味しい。これはすごい餅みたいになってて。鮎の形で売ってる私の地元では。もちもちで大好きで岐阜帰るたびに買うねんけど、それに似てる食感は。でも鮎菓子は中餅だから違うねんけどな、これとは。なんかもちもちの生地が美味しい。
結構あゆ餅って名前で売ってる地域もあるんかな。岐阜やとね、あゆ菓子って言われとんねんけど。おいしい。やばい、1個いっちゃうな。カロリー高いかもしんないけど。もう1個は昼やし。あんバター美味しいよね。バターがいい仕事するんだよね。で、生クリーム挟んであるやつとかたまにコンビニから出るねん。こまりさんに食べていただきたかったお菓子ですって言ってくれてありがとうございます。こちら次回の配信で食べようかな。でもレモンになるから1個いっちゃおうかな。こっち行っていいかな。これ軽そうだから薄っぺらくて。まあなんぼでも食べれるねんけどな、甘いものやったら。こちらもじゃあ食べさせていただこうと思います。レモンって書いてある。これもパッケージの高級感がすごい。こちらは天明堂さんというお店の焼き菓子だそうです。これもいっちゃおう。北海道店は本当にやばいよね。美味しいよね、北海道店。たまにやるじゃん。デパートとかで。ああいうのすぐ買っちゃう私。なんかすごい。ポロポロってなっちゃった。平ペッターに出てきたで。ティッシュ引こうティッシュ。ポロタイプや。なんだろう。端っこかけちゃった。これちょっといただこうと思いますよ。かけちゃったとか借りようかな。中見えてる。いただきまーす。ジャムみたいの入ってる。ジャムの中に何かがあるな。果肉感を感じる。レモンの皮かな。美味しい。私はカフェイン取るとトイレ近くなりまして、一緒。私も超絶近くなる。カフェオレとかミルクティーとか全部なっちゃうな。なんでだろうね。あと、もう夕方にコーヒー飲んだら寝れない夜。だから夜更かしするときとかに夕方頃飲むようにしてる。レモン美味しかったですってね。多分小森甲府に来られた方はね、お土産とかでいただいた方もいると思うけど、美味しいよね。広島は今レモン推しなんですって。そっか。レモンの調味料とかも美味しかったで。前広島行った時買ってんけど。醤油のレモン味付きのやつ買ってんけど、美味しかった。それも確か。美味しい。このジャムみたいなとこがすごい美味しい。かじってたい、永遠に。自分の知らないものが出てくるから見てるの楽しいって言ってもらえて嬉しい。ほんとね、全国からいろいろなお土産をいただいて、私も知らんかったものたくさんであって、ありがたいなと思っておりますがね、ありがとうございます。っていうか今ね、本当に値上がりすぎてお菓子が。特に私の大好きなチョコが、カカオの高騰なんかなあれ。チョコ類がマジで値上がってね、お菓子が買いづらくなっちゃって、チョコ以外も日頃からいっぱい買いまくっとってんけど。ほんまに助けられてる、このお土産に。高いお菓子が。たまにご褒美でね、セブンの200円ぐらいのお菓子買ってる。コーヒー飲んでも普通に寝ちゃう？体質によるっぽいねんな。羨ましいか。でも私結構夜更かししたい時に、あえて飲む時とかあるから、逆に役に立ってる時もあるから、どっちもどっちやねんけど。でも寝れんくなる時もあるからな。皮も美味しいからちゃんと残さずに食べるよ。残ってるやつ。瀬戸内はレモンの産地。
なるほどね。レモンって瀬戸内で作ってるんや。こっそり買ってきたティラミス。食べて。もうおやつタイム近いからね。レモンケーキ食べようって。そうだよね。広島の方じゃ、レモンなんとかが多かった気がしたね。みんな食べるものの報告もありがとう。そしてまだお仕事中の方は頑張ってね。月曜日だからね。今から今週も頑張ろうという、しょうがなく頑張ろうって感じでやってこうね。とりあえず、残りはこの後食べるのですが、うわーどうしよう、これ一袋いきそうで危険なんだよな。一回、蓋取れるかな。開いてると危ない気がする。とりあえず今日できたものを見せたいのと、もしかして途中からね、セリアモールドが気になって来てくれてる方がいるかもしれないから、一回、並べようかな、画像も。それで掃除しなきゃ。ということで、じゃじゃーん、今日作ったものが、こちらの、久しぶりにね、私の苦手な、ぬいぐるみのくまちゃんモールド、久しぶりに挑戦しましたが、これの、峰ほじこ。峰ほじこ出てくるでいいな。峰ほじこのおかげでなんとか、前より簡単に作れたのではないでしょうかという感じです。で、今日は私、土日にセリパトしたけど、ゲットできなかったんだけど、多分先週の金曜日ぐらいにね、これが出た。こちらの、じゃん。この3種がね、出たんだよね、多分。ただ置いてるとこがまだ少ないんけど。ということで、一応出た報告。ただ私、左の2個はあんまいらないかもって思ってるから、見かけたら買うけど、お取り寄せするほどじゃないかもしれない。右のラプンツェルは結構、かわいいかな。シェイカーの封入とかにもできそうって思ってんねんけどな。まあ、左はむずそうだね、普通に。左2個は。今日のほどじゃないやろうけど。そういう感じでしたね。うまくできたかな。カフェインは6時間で切れるらしいから、寝る時間から逆算して飲んでますって。そっか、多分でもね、それね、体質によると思うねん。多分ね、私3時頃に飲んでも寝れないもん、夜中。今飲んどるのダメやん。もう後で。体質にもよりそう。でも6時間が目安みたいに考えとくといいんかな。他のやつはもう映り込みに来たで。今日本名をさらされた小川麻呂社長なども登場しておりますが、こんな感じでした。じゃん。頭痛の時もコーヒー飲むと和らぐって聞いてます。そうなんや。私ね、ブラックコーヒー飲んだらもう一瞬で頭痛になっちゃう。あと胃も痛くなる。苦手っぽい。なぜかカフェオレやと飲める。謎って感じだよね。そう、見たいって言ってくれてた。今日、この3種類が出たよって話はしたけどね。私はね、見に行ったけど売ってなかったね、まだ。またセリア行って見かけたら買ってこようかなという感じですね。峰ほじこも探しに行ってみてね。すごい便利だよ。プリンセスのモールドかわいいよね。てかさ、多分このスパンで出してるってことはもっと出ると思う。シンデレラあたり次来ると予想。あれ、ティンカーベルってでもお姫様、プリンセスではないか。ティンカーベルは。プリンセスシリーズ初かもしかして、ラプンツェルが。今ね、この端っこに映ってるのですが、ラプンツェルをわーっと大きくすると、これ初かもしんないね。いやー。これもだいぶ細かそうだね。このティンカーベルのね、指の先がめっちゃ細かくて大変やってんけど、手の先かな。足の先のあたりなかなか細かそうだなって思う。あと太陽のやつやばいんじゃないか？太
洋の気泡だらけになるんじゃないかこれ。いや、ラプンツェルが来たってことはワンチャンプリンセス全部来るかもしんないよね。てかマリーちゃんとか出してほしいってね、コメントで書いてくださる方が結構いて、ドナルドとかマリーちゃんとか、あと私はダッフィー&フレンズとかステラルーとかのあたりが好きやもんで、その辺が出たら嬉しいなって思う、作りたいなって思っとんねんけど、多分このスパンで出すってことはもっとあると思う、続編が。ラプンツェル好きだけどなんか微妙って、ちょっとぽさがいまいち伝わらんくない？なんかもっとさ、髪の毛なんかラプンツェルじゃないよねこれ。私のラプンツェルのイメージは三つ編みしてる方、紫のドレス着てる。これどっちかというとアラジンっぽく見えるねんけど、なんとなくアラジンな気する。ダッフィー、ドナルド好きってね、そうだよね。そのあたり出してほしいけど、でもさ、多分今からどんどん出してって、で、やっぱダッフィーとかそのあたりはラスボス的な感じで出てくると思うねん、最後の方に。実はいましたみたいな、こんなのが出ましたみたいな。だからなんやろな、定番ものから出してくやろうから、ラスボスっぽい感じでダッフィーとか来るかもしれんで、最後に。今はディズニーが熱いのかなっていうか、多分ディズニー自体がもうずっと人気で、セリアが出したって感じだよね。多分版権をね、版権っていうんかな、なんかあんねん。私それ詳しいねん、ちょっと業界のなんか聞いたことあって。とにかくね、そういう契約をされて出し始めたんだろうなって思うねんけど、しばらく出るんちゃうかなって思う。ドナルドでそうだよね。ちなみに初キャラクターとしてティガーもここで登場するねんけど、こっち大丈夫かなこれ、顔ちゃんと可愛い子できるかなこれ子供おるの大丈夫かな。さよく見ると、もうこんな顔しとったっけ、プーさんって。ちょっともうちょっと拡大したい。大丈夫かなこれ。なんかかわいいのできるこれ、大丈夫？様子がおかしい。事故の予感しかない。可愛くできなそう。だよね、なんかおかしくない様子が。ティガーの顔、あれこんなに顎長かったっけ？お父さんに似てる。お父さんに似てるらしい。自分家のお父さんに、じゃあお父さんにあげるといいかもしれないよね。なんか様子おかしいよね。プレートタイプのやつは可愛かったんけどな。でもう一個のミッキーもさ、なんだろう、昔のミッキーだよね、どっちかというとこれ。昔の絵柄の気がする。そして全部ね、細かいから大変だと思うけど、プーさんと違って立体じゃなくてプレートだから、すぐ筆が届く場所に溝があるからまだましやと思う。お父さんめっちゃ笑う。確かにね、お父さん、こういう顔のお父さんいそうだなとは思うねんけど、どっちやろ、ティガーかな、やっぱ。どっちがお父さんに似てるんやろ。こういう顔の人いるよね、確かに。これやっぱ昔のミッキーだよね。クラシックミッキーだって言ってくれてる、これ。だから、なんか、懐かしさというか、ちっちゃい頃、車のさ、前にさ、夏場とかに駐車場止めた後にシートバッて広げたじゃん。車の前の窓に。あそこに広げてたシートにこんな柄あったな、みたいな。私が子供の時。そんな懐かしさを感じる。で、どこに、変換のリセット。戻った。ねえ、この3種が出るらしいねんけど。
で、3種かわからんけどね。もうちょっと待ったら、増えてきそうな気するよね。みんな作る前からティガーの顔じわってきてる。ねえ、どんな名前になるんやろう。ドナルドとか人気だから出そうだよね、この後、さすがに。あ、チップ&デールも好きだから出してほしいな。でも多分、そういう感じでスパンで出していくとしたら、最終的に20種類ぐらい出るだろうから、やっぱお財布と相談してね、こう見かけると全部取り寄せしたくなっちゃうんだけど、作っても微妙なやつも出てくるやろうから、お財布と相談した方がいいよね。この後まだ出るよっていう気持ちをちゃんと忘れずに。多分このスパンなん出る。2週間前に8種類、ここにある8種類が一気に出て、で、おとついぐらいに3種類出たから、もっと、ゆるこまとかぶっちゃう。もっと出るよなって思ってる。ハニーハントの出口にいる疲れとプーさんみたいな。プーさん疲れてるんかな、もしかして。ピガー、メガー、ピガーの偽物の名前もう決めてる。メガーはあれだよね、ライト眩しい時のみんなのコメントだよね。確かにスティッチも人気だね。マリーちゃんも出してほしいって言ってる人多い。見てますか、セリアの方。よかったらリクエストにお答えして出していただけるとありがたく、またね。でも人気キャラクター多いからネタは尽きなさそうだよね。マリーちゃんは、しかもさ、作りやすそうだしいいよね。意外と出てこんけど出てくると、おったな、可愛いなってキャラクター多いねん、ディズニー。ベイマックスもディズニーキャラか、言われてみれば。確かに鏡餅で作れるよね、すでに、ベイマックスは。こう出てくるぞ。そんな感じで、また見かけたらね、ゲットしてきますので、その時は作りますね。なんやろ、私、プーさん&ティが変な顔やで作る気しんかってんけど、正直な、あんまり。今コメント欄でお父さんっぽいっていうのを聞いて、確かにって思って、お父さんを目指して作るのありかなって思えてきたね、これね。ベルのモールドもいいね。私、シンデレラかな。シンデレラが欲しいかも。水色でバチコリ作りたい、ライトブルーレジンで。いろいろあるよね。という感じでね、また見かけたら報告しますね。そしていつもメンションなどで新作出てるよってお知らせしてくれる皆様も本当にありがとうございます。これを多分いつもの感じでいくと、水曜日ぐらいから出回り出すんじゃないかなって思う。すんごい早いとこがいつも金土ぐらいに置いてるってイメージなんでね。で、そっから徐々に広まってって、水曜日ぐらいにポツポツ起き出すとこが増える。そんなルーティンの気がするよね、最近新作モールド出した時ってね。確かにラプンツェル、あんま期待、ラプンツェルじゃないよな、ワンちゃん。三つ編みじゃないん。でもおろしとるときはこんな感じか。あんまり期待せずに待っとこうって感じ。でもそう思うとティンカーベル、よかったよね、これ。封入にもいいし。これ再現度高くないか、結構。あんま期待せずに待っとこっかっていう感じですね。また情報いただいたら紹介もしたいと思いますよ。ズートピアとかも、ズートピアとか新しいでさ、なんか出てこなさそうだよね、なかなか。古いやつから攻めてきそうな気する。グーフィー推し仲間いた？ということでね、今日の配信はこのぐらいにしたいと思います。なんとかうまくできたよー、これ。この子がね、久しぶりにリベンジができてよかったなという感じでした。
ということで次回の配信はいつも通り水曜日の12時から行いますので、またお時間が合う方は見に来てね。で、なんかこっちも天気悪くなってきたわ。今週もお仕事や学校やら、なんやら頑張っていきましょうね。育児やら、家事やらね。これを端っこに寄せておいてと。お疲れ様ですのコメントもありがとうございます。ということで本日の配信ここまででした。また来れる方遊びに来てね。じゃあまたね。バイバーイ。